短めに、さすがに今日は短めだと思います。はい、映りました。はい。はい、皆さんこんばんは。今日も10分遅れで。今日も10分遅れで。最初にまた11分ですね。毎回11分。4週ぐらい連続で11分。最初に日付を今日間違っていて、5日になってしまっていて、かおりさんも私も両方とも間違っていて、私が間違ったやつをそのままコピペしちゃって。そう両方ともツイッターもテレグラムも YouTube も全部間違っていて、2日の間違いです。申し訳ありませんでした。申し訳ないです。まあわかるでしょう。5日になったんだなとは思わないと思うけどな、土曜日って書いてるから、でも申し訳ない。96回目のおまとめ勉強会になります。はい、そうですね。で、チャット読ませていただきます。バーチャル追っかけ日野さん、体験。バーチャル追っかけ日野さん、はじめましてですね。レオレオさん、いつもありがとうございます。ステーキスイーツチャンネルさん、はじめまして。こんばんは。初見ありがとうございます。よろしくお願いします。マーミさん、こんばんは。リーさん、こんばんは。ライダンさん、自由人こうちゃんさん、こんばんは。田中太郎さん、こんばんは。小林悟さん、こんばんは。2週間のファイナルカウントダウン後に EBS でしょうかね。新たな白ブート情報あったら教えてください。2週間のファイナルカウントダウン後に EBS でしょうかねですって。うん。いや、カウントダウンページ。いや、ね、私は先来るかなと思ってるんですけど、まだ先に来るという方の希望を捨ててないです。だって13日あるんですもん。うん。ちょうどよくないですか、すぐ始まったら。ね。ロルナゾルさん、ありがとうございます。ゆとりろきゅうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ケンジ長尾さん、こんばんは、ありがとうございます。まっちゃんさん、初参加です。お願いします。ありがとうございます。さくやさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。スティッキさん、こんばんは。冷蔵庫が。冷蔵庫が入ってる。まさかのいろいろ。そう、知らせてくれるんです。クーラーとか浄水器とかいろいろ教えてくれる人が多い。正直太郎さん、いつかそう、いつか。日にちがね、今日間違ってしまってすいませんでした。すごい紛らわしかったですね。2日の間違いです。サーズナブルさん、皆さんこんばんは。トランプさん、ネサラゲサラにサイン、グリーンライト。もう、エミさん、初参加です。よろしくお願いします。まゆはちさん、こんばんは。夜の仕事お休み取って、大丈夫ですか、冷蔵庫。やります。2人して画面にいなくなっちゃった。やる。後で。かおりさんこっち来て。かおりさん来て。多分いけたんじゃないかな。いけた。今、誰も今画面にいないよ。ちょっと待って。めっちゃ放送事故やん。放送事故。待って。サルダブルさん、ありがとうございます。読んだわ、ここ。夜のお仕事お休み取って初参戦しましたが、シャンパンとオペラは延期で涙目です。ねえ、そうですよね。まあでもシャンパンは飲みますよ、それでも。今日はビールで。タイパンさん、かおりさん、みかさん、皆さんこんばんは。こんばんは。債務時計シークレットメッセージや旧時計メッセージ、毎日のように暗号のような情報が目につきますが、最後までブレずにゴールしましょう。ブレずに行きましょう。そう、伸びること、延期することは良いこと、より安全になるということで。韓国の方ですね。はい。23しか読めない。メドベッドカミングス。なたゆなゆさん、こんばんは。久しぶりに参加させてもらいます。ミゴ23ですね。ミゴさん。ミゴさん。ミゴ23さん。はい。23さん。こんばんは、初コメです。よろしくお願いします。テレグラムは毎日読ませていただいてます。ありがとうございます。瀬戸口ちかこさん、こんばんは。いつもテレグラム見させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ユース114さん、はじめまして、こんばんは。こんばんは。はじめまして。なごさん？ミゴさん。ミゴ23、韓国人も一緒ですよ。なったようなやつ、イラクの漢方に乗ったって本当ですかね。
官報に載ってまだわかんない、まだわかんないです。うん。いろいろな、ね、話がありますけど、ちょっとまだわかんないです。確認してたわけじゃないんで。はい、以上です。はい。あ、はい。はい。ありがとうございます。じゃあ今日はね、ちょっと。笑ってらっしゃるやつ、二人して画面から消えたから。放送事故。放送事故。はい。はい、そうしましたら、ですね。まあ、今週ね、なんか大きなことはあんまなくって、で、もう私はくるくるとばっかり思ってて、もうずっとそのね、旧カウントダウンクロックばっかり毎日気になってって感じだったんですけども、あれに振り回されて本当にもう完全にジェットコースターに乗ってしまった感じですね、感情の。はい。で、もうね、絶対今日の10時7分だったんですよ、最初ね。で、12時7分に伸びて、で、そしたらフィルさんのライブが、ちょうどそのぐらいのタイミングであるってなったんで、これはって思ったんですけれども、フィルさんも、何もなかったかのように普通に Q&A のライブを始めちゃって、あ、これは今日はもうないな、これはと思って。でも、まあ、いろいろ今日フィルさんのライブを深読みしながら見ていて、まあいろいろこう私なりの感想がいろいろあって、でまあ今のところ私はそのフィルさんの話のニュアンスなどを加味した上でそのね9カウントダウンクロックがまあアメリカ時間の15日まで伸びたんですけれども、まあ今日今現在のところも2日になったけれども、その時の時点でアメリカは1日だったんですよね。だからまあ14日もあるんで、ちょうどまあね今週の週末ぐらいに始まってくれたらか、もしくは来週の週頭ぐらいに始まったら10日なのか13日なのかは分かりませんけれども、ちょうどそのぐらいに全てが終わるっていう考え方でもいいのかなと思って、でフィルチャットの方の中でもそういう話をされてる方もいらっしゃったので、私もそうじゃないかなって思ってて、でフィルさんの話の中でも次のライブは今週末に、もしくは、まあ、遅くとも月曜日にはできると思うよって言ってたので、まあ、月曜日をちょっと今月曜日にフォーカスしてます。まあ、もしくは日曜日かもっていう。はい。で、まあ、そんなこんな1週間だったんですけれども、まあ、あと、今週は本当にね、ディズニー関連とエプエプ関連の、暴露がものすごい進みましたよね。はい、もうそればっかりですね、ほとんどニュースがね。その辺が、もうちょっと、まあ言っても、ものすごいことなんですよね。もう今となってはもうそういうのがこう麻痺して普通になっていますけれども、そういうことが暴露されることってものすごいことで、で、かつ、まあ、イーロンが主体になってかな、まあ、そういう暴露を進めてくれてるおかげで、ね、多分一般の人も、そういうものを、を目にする機会が増えてると思うんで、それがやっぱりすごいことですよね。私たちみたいにこう、そういう裏情報系を追ってる人たち以外の人が、そういうところにアテンションするようになるっていうのは素晴らしいことだと思います。でもそこが今進んでいますね。で、あと、ね、議会から消えていく議員の人たちの話も結構出てきたりとかして、なんかそういうのが今日6人目だった。そうところがエズラがもっとすごいの上げてくれてるんですよ。後でちょっと出します。全員の名前上げてくれてて、20何人かなだったかな。うん。名前も上がってます。そうくらいいますよね。まあ先々週ぐらいのフィルさんのライブの話とそこら辺はリンクしてくるんですけれども、まあもう皆さん、まあ今日のライブでもその関連の質問で、もう逮捕されてる人たちはもう監禁なんていうのかな、家にいるみたいな出てきてないみたいな、そういうような言い方を質問の答えでちらっとしてましたね。
はい、まあそんなこんなで、こんな1週間で特にトラさんの演説とかもなく、まあそういう大きな動きは特になかったんですけれども、そういう1週間でした。はい、では、まあ、今週はその辺のね、エプ関連、ディズニー関連の話などをちょっと冒頭にさせてもらってから、まあ、そこからフィルさん先行こうかな。フィルさんの今週の動きと、ライブのお話で、その後その他いろいろ主要人物の方の今週の動きを話していって、その後金融関連の話という感じでいきたいと思ってます。はい、では、まあ、今、冒頭でお話しさせていただいたお騒がせ9クロックカウントダウンからいきたいと思います。お騒がせすぎますよ、本当にもう。でもね、フィルさんが。本当振り回されてる。フィルさんがね、もう見るのやめようかな。ね、そうですよね。見るのやめようかなと思うぐらいね。もう13日になって延長された時点でもう見るのやめようかってみたいな。もう振り回されたくないと思って。もうなんかズコーって感じですよね。本当にね。そう。一気に脱力。脱力ですよね。で、一気にね。なんか1日とか2日とか伸びるんだったら2週間ですもんみたいななんなのこれってね、なんなのってで、まあでも今日ねフィルさんのがライブでその質問があって、であれはなんだったかな、まあちょっと後で話そうかな。あれはもう参考にしていい内容だっていうようなことを質問の答えでしてました。だからもうあれは私はフィルさんが関わっているんじゃないかと思ってます。フィルさん絵面チームのものだと思います。いずれにしても、絵面チームだと思います。はい、では9クロックこれいつからかな、10時12分2日ぐらい前から。30日、昨日、おとついからからの分だけをちょっといきますけれども、おとついのこれは30日だな、30日にザ・ファイナルカウントダウンって出たんで、うわ来たーと思って、最後のカウントダウン、世界中でのスカイイベントグリーンライトって来たんですよね。でそっからその次に「It's coming」って来たんで、うわー来たでも完全にもうね、完全にジェットコースター乗りました。で来て、うわ来たと思って、そしたらまたちょっと若干変わって最後のカウントダウン、世界中でのスカイイベント、緑の空、ザ・グリーンスカイでファイナルカウントダウンっていうからもう更新されないんだろうって思ったんですよ。その後に変わったからあれみたいな、また延長されたんかいってなったね、また延長されたんかいみたいな、本当に。で次、空を見よう、世界中でのスカイイベント、緑の空できて、で空を見よう今夜って今度来たんですよね。トゥナイトって来たんで、うわ来たと思って、もう完全にもうジェットコースター乗せられて転がされてました。でもこれは完全言ったら確実に闇の人たちを乗せてると思うんでね。でそれと同じように私たちは乗ってるんですよ。でもそれは全部作戦なので、多分もう最初から全部シナリオ通りにやってると思うんですよね。昨日の夜中はバックトゥーバックって書いてたんですよ。それ見てなかったです。本当に。昨日の夜中、最新の直前かな。そうなんですね。私もこれかな。これのちょっと前。これのLook to the Sky のところがバックトゥーバックアゲインだった。変わったんですね。そう。なるほど。でバックトゥーのバックが2なの。バックトゥー、2にまん。そう。なんだろう。本当にそれ見てなかった。で、その後、また空を見よ、もう一度。世界中で緑の空、トゥナイトってまた来て、今夜って来て、The Final Countdown で、The Great Awakening と来ましたと。っていうのが一番最後で、ファイナルカウントダウンと来て、これが13日延長で、
日本時間でいうところの16日の朝10時7分、これ何回も計算したんで多分これで合ってると思うんだけどな、間違ってるかな、多分これで合ってると思います。まあ、スカイさんのメドベッド一そう般公開の日にち付近ですね。そうでいろいろなんですよ。これ後でちょっといろいろ話しますけど、あと、トラさんの演説とかいろんなこうスケジュール、そのねメドベッドリリースの日程とかいろいろね、なんかすごいちょうどいい日程だなっていろいろ頭の中でこういろいろこうシミュレーションしてたんですけど、まあそう今ね美香ちゃんがから出た話で、そのスカイさんがそのあれですよね、メドベッドの公開が17日で16日にその前にお話ししてたメドベッドの、手順のビデオのライブストリームをするのが16日って言ってまして今日そういうね、話があったんですよね。16日の夜って言ってたんですよね。まあ、日本でいうとこの17日の朝ですね。12月の第3日曜日ですね。っていうふうにその情報源の人はそういうふうに言ってる。ということで、ね、なんかこの辺ともちょっと噛み合ってるスケジュール噛み合ってくるのかなみたいなちょっと気になるところですね。はい、じゃあまあそのお騒がせされました。で次緑のオーロラででいろんなありとあらゆるところでこの緑のオーロラの写真、まあちょっとこの写真あんまり分かりやすくないかもしれないんですけど、あれ私これさっきの忘れてたっけ。でそういうね緑のオーロラがまあね10日ぐらい前からかな、ね、2週間ぐらい前からよくねテレグラムでもいろんなとこから上がってたんですよね、この緑の空で。これフィルさんが今日そのあれ何ですかっていう質問に対してであれはあれはプロジェクトブルービームですかっていう質問があって、でブルービームじゃないよって言って、であれは衛星だって言ってました。サテライトって言ってました。その緑オーロラじゃないみたいです。衛星らしいですというのがフィルさんの返答で、ちょっとさらっと答えただけなんで誰も使わなかったんでそれだけの返答だったんですけど、まあちょっと衛星らしいです。はい。この衛星がオーロラが出るよっていうふうにこういうふうに予測されてるのが衛星ってことですか？その緑のライトを走ってるのが衛星っていうことですよね。それがオーロラに見えてる。オーロラに見せてるのか、わざとグリーンライトとしてそういう光を出すようにしてる衛星なのかちょっと分かんないんですけれども、そのさらっとした返答しかなかったので、でも衛星と言ってました。はい。じゃあこの辺りの付近の日にちにその衛星が意図的に緑のライトをわざと出してるということじゃないかなって私は受け取ったんですけれども、分かんないですけど、はい、衛星らしいです。で、じゃあ次に行きますね。じゃあ次ここからはちょっとカバちゃんたちの滅びゆく姿をいろいろまとめましたので、はい、フィルさんのいうところのフォールガイズで落ちぶれていくやつらっていうような意味ですね。はい、じゃあフォールガイズについて2020年選挙でトラさんの勝利の調査結果ということで、もうこれはねどちらにしても前に前回ぐらいのライブでお話しした通り投票用紙に透かしが入ってたのでもうみんな全部分かってるんですけれども、その上でこういう手順を踏んでるだけなんですけれども、トラさんはあくまで合法的に行ってそう合法的にでもたくさんの人にお知らせしつつ見せつつ暴露していくっていうようなことをやっていっていると思うんで、だから時間かかってるし、だからこそ映画なんですよ
映画なんですよね。ね本当にそう。でもよくできてますよね。本当なんかもう全くだからこう世の中の仕組みについて疑いもしなかった人たちでもなんかちょっとおかしいなってやっぱ思えるようになって世の中がなってきてると思うんで、ねなんかそれはすごい思います。長すぎる映画で本当に嫌になっちゃうんだけども、でもよくできてんなと思う。よくできてんなと思います。うんだからねトラさんの支持率もどんどん上がってってますし、ね、そういうこうもともとトラさん支持じゃなかった人たちも気づいてトラさん支持になってってるっていうね、そういう風に持っていこうとしてるために時間がかかってるんだと思うんで、実際そういう風になってきてますもんね。本当にそうなんですよね。はい。でこちらね不在者投票を除けば投票法別に追跡したすべての州でトラさんが2020年選挙に勝利したとの調査結果が発表されたということで、っていうことなんですよ。もう本当にね普通に調査してもそうなったということで、それどころじゃない。これはだから不在者投票を除いてっていうことなんです。またその不在者投票がまたややこしいんで、またもっともっとこの結果は変わってくるとは思いますけど、今そこだけの話でももうトラさん勝ってると。じゃあ次。バイバイキッシンジャー。こちらですね。もうこれは本当に今週のあれですね。一番ニュースですね。結構なニュースですよ、これは。これはおそらくこの同じ日の20時15分だったかな、アメリカの時間で一斉に同じ時刻にみんながこれ投稿したんですよ。だから、絶対これ作戦開始の合図だと思うんですよ。これを絶対そうです。この発表が作戦開始の合図だと思います。だからここから次の段階にガラッと軍の動きが変わるっていうようなことだったと思います。エズラなんてその20時15分にぴったりの時間にテレグラムにも X にも上げてましたからね。びっくり、すごいなと思って同じ時間に。もう時間が重要なんですよね。でヤフーのニュースにもね。そうヤフーニュースに。何時だった11時だったか11時だったか、44分にヤフーニュースにアップされて44分にヤフーニュースにアップされて、私が49分にそれを投稿した。もうたった5分後ですよ。すごくないですか？すごいですね。すごいたまたま見つけたんです。ヤフーニュースで。すごい。めっちゃ早い。でしょ。もう一番乗りでしたよ。一番乗りや。めっちゃ早かった。ね、その前にその直前にバツってついたエズラが出してたんで、でもその通りでフィルさんも追っかけでバツってつけてっていうね。はい。でまあ一応この今の投稿ではアド切れで生命がなくなるんだよっていうのをこれはクリス・ミラーさん。はい、じゃあ次。第一弾が今日が。でこちらがマイク・ジョンソン氏がバイジーの弾劾を強化。バイジーは家族のビジネス計画への関与について少なくとも16回嘘をついている。16回。そこ17回じゃないんだ。17ですね。この16回はこれ何なんだろうなと思って、あと1回嘘つくっていう。多分あと1回嘘ついて17になるよってことを言いたいのかなみたいなね、もうちょっとだよっていうことかもしれない。それか本当に16回なのかわかんないですね。もう嘘ついてるのも16回どころじゃないだろうっていう気もするしね。はい。で2014年から2019年にかけてバイジー一族は外国企業や外国人から1500万ドルを受け取っているということです。1500万、15億円、20億、20何億円ぐらいすごいね。もう分かんない。はい、そうしましたら
テストしたかな。 J6 でいいですか？あ、はい、次でいいですよ、はいそのまま。じゃあこちら変わってもらっていいですか？はい、うんよいしょ。ウォッチ。クレイ・ヒギンズ下院議員、ルイジアナ州の共和党によると、1月6日の群衆の中には、トラさん支持者に扮した200人以上の FBI 捜査官が紛れていた。なんかこの直後の時に結構写真出てましたよね。はい。ね、なんかグラサンしてこうこわもての人たちが混ざってて、見たことないですかね。で、もう忘れちゃいましたね。出てましたねう。ん。だからそれをそういうこと言いたいんだろうな、そのなんだろう、プロフェッショナルな人が中に混ざってる、私服警官みたいなもんそう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 、うんっていう感じうんでした。はい、じゃあ次か。はい。次。39人。あ、これ。絵面からの新鮮情報。39の数字にどうしても反応してしまう。アヘの暗号の。本当だ。うん。本当ですね。はい、じゃあこちら。2024年に議会を去る39人の議員。民主党議員が共和党議員の2倍って書いてあるんで、この名前は読まないですけども、これも全部そのまま機械翻訳で出したカタカナなんで、で精査してないんで、もう合ってるかどうかもわかんないんで、39人アダム・シフもいますね。知ってる人いるかな。いますね。うん。知らない人もいます。ミッド・ロムニーでしょ。ね。びっくりするような人いるかな。びっくりする人は特にアダム・シフが。特にあれですね、びっくりする名前は他には見当たらないな。そうですね。ジョージ・サントス、今日追放された人ですね。あ、そうですね。はい、じゃあ39人ですにもう名簿が出てます。それどころじゃ本当はないと思いますけれども、一応名簿で出ているのもう、ここに出てくるぐらいの人たちはもう極悪人ということで。みかんですか？はい、みかんです。はい、じゃあ次。議会から追い出された6名？議会から追い出された6名、と読みます。米下院がジョージ・サントス下院議員を除名ね。これまでに議会から追い出された6人目の議員となるということだったんですけれども、まあ6人どころじゃないっていうか、もうさっきの39人どころでもないと思うんですけれども、フィルさん曰くはほぼ全部で間違ってたか精査して間違ってた人は後で戻すっていうような言い方を前にしてたので、一旦全部みたいな話でした。あ、言ってましたね。はい、次。ママをこれ動画の内容が1時間もあったんでしたっけ？びっくりした。私これね、昨日ね、これアップしようと思って、で美香ちゃんの投稿を見た後にその動画をなんだろう、複写してたんですよ。で、複写してでX に上げようと思ってしてたら、でずーっと聞いてて、最初ずーっとおじさんたちの話を。だからもうだんだん眠たくなってきて、ふーって寝てしまってでほんでパッと目が覚めてたら、もう動画が始まって20分ぐらい経ってて、あれみたいな、これどんだけ長いのこの動画みたいな。で無駄にもう私のこの容量がほとんど残ってないこのスマホに負担かけてしまって20分も録画しちゃって録画してたんだ。録画してたんだ。そう、説明がね
2行しかないからそうなんかもう短かったら訳したいと思って、うんこれもう中身見たら1時間以上1時間ってなってたから、うんうえーと思って、うんあこれは無理だ、うん一瞬で諦めました。そうでこれまあざーっと見て一番重要そうなところだけちょっと、取り上げたんですけど、これがまあ、その資料馬真央さんの、出生証明書が偽造されてるよっていうことのの部分が映ってる動画になります。でこれをねテレビで放映されたということで、1時間すごいです以上も、そうなんですよ。でも1時間以上もねもう特集組まれてねおじさんたちがずっとねスーツのおじさんたちが喋ってて、アメリカでしょうかね。アメリカですね。でもなんか今日これについてフィルさんのライブで質問があって、でフィルさんはこれ見てないんだと思うんですけれども、フォックスか。フォックスですね。フォックスって書いてある。フィルさんはこれはフォトショップでフォトショップので修正されたものじゃないかなって思ったけどねみたいに言ってました、フィルさんは。でも詳しく見て言ってるのかどうかわかんないですけれども、まあというふうにフィルさんは言ってました。だとしてもねそれがこうテレビで放映されたってこと自体がすごいことだと思うので。はい次。キラリ。これはもう、本物の写真出ました。でねこの写真がねこれが最後の写真らしくってめちゃくちゃ怖いですよね。でこの右側の写真があれですよね、9クロックのカウントダウンのクロックのやつで出てきて、それですね。ね怖っと思って。ちょっとちっちゃいけど映るか、ほんとちっちゃいねこいつみたいね。拡大する。拡大しようか。これできる？したら他のやつがまためんどくさくなる。これ以上拡大できない。できない。最初この顔だけ見た時男性かと思って。もうねヒゲがあるみたい。そうヒゲだと思って。ヒラリーに似てるけど。それで JFK ジュニアかと思った。ああなるほどね。ヒゲがあるから、口ヒゲがね蓄えられてて、っていう風に見えたけど、これもう絶対この写真そのままですね。はい、これが最後の。これ黒い部口がこんな黒くなってんの血がついてるかなと思って、血がついてるようにわざと加工したのかなと思って。ねなんだろうね。ちょっと違いますよね。口元だけこのね本当の写真。こんなに影になってないですよね。なってないもんね。これですもんね。そんな影になってない。そうですね。しかし怖いですね。はい。はい、そういたしましたら、はい、じゃあ次。じゃあこれはちょっとポジティブな話題で、少なくとも21人のペット逮捕。この芸のね話題入ってくるとすごい嬉しいんですよね。ほっこりしますね。こちらポリスフリークエンシーさんからですね。国境警備隊のデルリオセクターは10月1日の新会計年度開始以来不法入国した少なくとも21人の機動性犯罪者を、逮捕したということでなんか写真も載ってます。この人たちです。はい。で彼らの有罪判決には児童レイプ、男性への性的暴行、児童への加重性的暴行が含まれるやつらです。こういう人たち逮捕されてくれないと困ります。
しましたら、次、次またちょっと話変わりまして、イーロンの発言。色いっぱいあります。イーロンいっぱいあるんですよね。細切れになってるの。細切れね、いろんなとこから美香ちゃんが集めてくれて、ね、全部違うサイトからです。違う人のね、そうそうそう。んそれを集めた。集めて収集しましたね。じゃあこれお願いしていいですか。イーロンは遠慮しない。私があちこちで目にするのは、悪事を働きながら自分をよく見せることに気を配っている人々。くたばれ。あ、いるよねって思った。そう。悪事働きながら自分をよく見せることに気を配っている人、いますよね。じゃあどんどんいきましょう。これ下に繋がってるの？ないんだけど。ないか。全部細切れになって、私もいっぺんに投稿してないんで、戻って次。4つあるんです。あれ繋がってる？なんだかよくわかんなくなってきた。ちょっと待って。2つは繋がってるんだ。この3つは繋がってる。さっきのやつだけ外れてて、今のやつ3つは繋がってるわ。一番上行ってもらって、じゃこれ。単純にこれ一個一個押していくのが一番いい。わかんなくならなくていいですね。でも一回押してもらって、でそれ上上がってもらいます？それ3つ繋がってました。もう一個上上がってもらいます。これ一番上からいきます。行ってもらっていい？イーロン・マスクはディズニーのボブ・アイガーが自身のプラットフォーム X が広告掲載を削除したことについて、質問される。誰かが広告で私を脅迫しようとし、お金で脅迫するならくたばれクソくらいだ。これではっきりしたかな？私はそう願っている。で次。イーロン・マスクがニッキー・ヘイリーについて語る。検閲推進派の候補者に投票するつもりはない。イーロンはバイデン対トランプの選挙では誰に投票するかと尋ねられ、私はバイジーさんには投票しないだろうと答えた。以上か。以上。これで4つ全部いった感じね。こういう発言をされましたと。次ディズニー。本当はもっとあるんですよね。ちょっともうちょっと探したかったんですけど、ちょっと4つぐらいしか。こちらが1940年に公開されたディズニー映画「ピノキオ」では喜びの島について語られたが、それはまさにエプエプ島のようだ。さてこの映画で本当に面白いのは全ての悪党が悪事を働いて逃げ出すことだ。ね、こういう、これがピノキオの。そうなんです。で、こんな描写あるんですね。見たことない。後で別の記事で出てきますけど、結局のところディズニーの CEO はエプエプだったらしいですね。っていうことです。あと次もうちょっとしたら出てきますね。気になります。出ますもうすぐ。よいしょ。じゃあこちらフロリダのウォルト・ディズニーワールドの地下深くには日常的にパークを訪れる人々もその存在を知ることのない長く曲がりくねった秘密が隠されている。ディズニーの地下にある9エーカーのトンネルシステムは1971年に建設され、パーク内のあらゆるエリアを結んでいる。これらのトンネルはウォルト・ディズニー自身によって設計されたということで、この画像のこれ、デイリーメールの記事ですね。公開された1971年に建設されたフロリダのウォルト・ディズニーワールドのすべてのエリアを結ぶディズニーの地下にある9エーカーのトンネルシステム。このトンネルはフロリダのウォルト・ディズニーワールドのあらゆるエリアを結んでいると。地下にこういうね、
さっきの画像のような場所があって、うんでもそこから子供ちゃんたちをねね、はい、うんっていうことをしていたということです。はい、そうしましたら次、ディズニーワールドの従業員。もう一個ディズニーのやつあったんですね。ちょっと探します。ちょっとこれお願いしていいですか。ちょっと探します。もう一個ディズニーのさっき私が保存してまだ投稿してないのがああるんですよね。そうそう本当ですか。それももしあれ記事だけ読んでもらって。で今読んじゃいました。うん。ディズニーワールドの従業員が児童ポルノで捕まり、ピザゲートに酷似した赤ちゃんを縛り上げ、レイプする写真やビデオを持っていった。あ、同じやつだ。これです。あ、同じやつですか。これあ、本当？うんこれ。じゃあ出ないな。ちょっと数日前のやつだから。じゃあ次、今のが、ディズニーワールドの授業ですね。じゃあ次、これがエプエプが、よいしょ。じゃあこちら、ディズニーの真の CEO は常にジェフリー・エプエプであり、ボブ・イグラーではない。ウォルト・ディズニーほどジェフリー・エプの残虐行為を隠蔽した企業はない。すべてのディズニープラスのサブスクを解除してください。ということで、ずっとこれをエズラは言ってます。はい、じゃあ次。なんか解約が相次いだみたいですね。ね、そう。イーロンが発言してから。そう。でも後で用意してますね。書簡上は所持された。でこちらがじゃあこの辺お願いしていいですか。ディック・ダービン上院議員はマーシャ・ブラックバーン上院議員の、ジェフリー・エプエプの飛行記録の召喚要求を阻止した。終わり？下に繋がってる。もう繋がってるのは全部これ違ういろんなやつなんで、もう戻ってもらってちょっと私探してるやつがじゃあ次いっちゃう。イーロンくたばれ。イーロンくたばれ。あ、それか。イーロン・マスクはディズニーのボブ・アイガー CEO に、くたばれと言った。ディズニーランドとディズニーワールドが子供たちがいなくなるホットスポットであることを知ってますか？ディズニーで働く、小児の性愛の人々の数はいいのかな？じゃあごめんなさい、今のところちょっともう一回戻ってもらっていいですか？今のやつイーロンくたばれ。ってもらってそこからスライドで上上がってもらっていいですか？一番上。これなんですね。これを探してたんです。一番上、もっと上ですね。はい、これですね。こちらこのビデオによると4歳の女の子がディズニーランドでトイレにいた後行方不明になった。ジョジの母親によるとトイレの一つに穴が開いており、ジョジは、秘密の地下トンネルを通って誘拐されたという。ディズニーランドの従業員は遊園地内に秘密のトンネルがあり、それは商品の、運搬に使われていると指摘したが、警察は母親を信じないことにした。ビデオはスペイン語のみでフェイクだという声もあるということで、子供ちゃんがちょっとそのね話してる、これをねスペイン語なんでちょっと私たちには分かんないんですけれども、そういう動画が出てきました。もうそうやってねトイレから誘拐するみたいな、そういうシステムになってるようです。しかももう警察が全部
グルになってるからうん、だからねその後操作されないとか、うんうやむやにされちゃうみたいな、うんめちゃくちゃですよね。信じられないです。なんか日本のディズニーでも同じね、トイレに入ってうん子供ちゃんが出てこないっていう話とかありますもんね。トイレからつながってるらしくて、うんだからすごい可愛い子供ちゃん見つけたらもうマークされて、ね、ずっと多分追われてるんだと思う。うんトイレの個室の中までちゃんと親御さんは入らないと一緒に入ってあげないとダメですね。私自分の人生の中でもともともうディズニーの闇を知ってたのでディズニーランドって行ったことなくて、人生の中で一回だけなんか自分の息子を一回だけ連れてってあげようと思って一回だけ行ったんですよ。息子が何歳ぐらいの時かな、小学校1年生とか2年生ぐらいの時かな、連れてったんですよ。もうなんか怖かったね、もう楽しめなかった行ったことない？全然あるある遊園地としてね遊園地として普通に楽しんだって感じ。もうもう人生の中で行ったことがなくて、もう本当になんか仕事とかでこうお客さんとかと話しててももう絶対ディズニーランド次に行くんだとか言って私行ったことないんですって言ったらってめっちゃ惹かれてそうでも分かってて行くのと全然何も知らないで行くのとは違うよね。そういう闇の部分全然知ってて行くんだったら全然いいっていうか楽しいところだけで楽しんでってね。でも何にも知らないノーミーのね人たちがそうディズニー行くんだみたいな感じで言ってるとこ見たり聞いたりするとあーって思う。だからなんかそこまでそのトイレからとかは知らなかったんで私ももう今思ったら本当よかった。うちの子可愛かったからもう本当に連れ去られなくてよかったなって今思いました。一回だけ行ったのではいそうしましたら次サブスクを今サブスクを解除してください。こちらかな、これかなさっきの順番でいくとそうですね。イーロンくたばれの次はサブスクを解除してくださいでいい？全部読んじゃいました。ここもイーロンくたばれも終わったし次 FF ですね。あれサブスクを解除してくださいはこれサブスクを解除してください。押します。はい。これやね。これですね。よいしょ。こちらディズニーエプエプとギスレード・マックスウェルのフォトドキュメンタリー引き続きあなたのディズニーのサブスクをすべて解除してくださいということで、動画が出てます。これもこのところ本当絵面がもうこの手の話題ばっかりずーっと投稿されてます。はい。で次あれさっきイーロンくたばれイーロンくたばれも読んじゃう。読みましたね。あれ召喚状が阻止された。これ読んじゃいましたよ。読みました。ごめんなさい。次 FF。次 FF ですね。じゃあはい。こちら。読みましょう。お願いしていいですか。トラさんは蛇のように賢く、鳩のように無邪気だった。トラさんがわざとフェドの手の動きでFF を嘲笑し、お前を捕まえてやるというように銃のように FF を指さした。これね、有名ですもんね。これは何年も前のことだ。まだトラさんめっちゃ若いですもんね。すっごい若い。だからこうやってやってもね。やってますね。お前だぞ。次捕まえるぞっていうことをもうこの時からこういうことをずっとやってたと。トラさんは本当に根っからあえてピンクのネクタイつけて、この人たちのところに潜入して
調査してたんですよね、ねきっとね、うんうん、この時からね、うんこんな若い時から。だから一緒に撮った写真とかが今も存在するんですよ。うん、うんでそれを闇の人たちがそう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 ね悪用するんですよね。だから寅さんもそうそうそういやいいなとか言ってうんね。でも違うんですよ。だからエプエプのそのフライト記録に寅さんの名前があったりとかもするのもそう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 ね、うん調査のためだとう思ん。エプエプも若いですね。う。うん若いですよね。僕も若いですよねね。本当本当。はい、次。で飛行記録に対する召喚状。はい。これがこの女性の議員の方が、マーシャ・ブラックマン上院議員、ソトマイヨール判事のスタッフやジェフリー・エプエプの飛行記録に対する召喚状を承認しようとしない上院司法民主党議員を非難ということでね、もうその人たちはもうアウトな人っていうことですね、これをね、拒否する人っていうたちは。はい。次。ウォルマートは X から広告を引き、ウォルマートもついにね。ついに引き上げました。これだけじゃないんですけど。ウォルマートは X から広告を引き上げる最新の企業だ。イーロン・マスクは最近広告を引き上げる広告主から脅迫されることはないと述べた。さっき言ってましたね。で次、ディズニーなどが、こっちがそのリストですね。ウォルマートの前のリストですね。でこちら、ディズニーが X の投稿を停止、マーベルが X の投稿を停止、IBM は X への投稿を停止、コムキャスト、これはちょっとわからないな、X への投稿を停止、ワーナーブラザーズは X への投稿を停止、ライオンズゲートは X への投稿を停止、パラマウントは X への投稿を停止、ソニーピクチャーズは X への投稿を停止、CBS は X への投稿を停止、コルベルショーは X への投稿を停止、X でのプロパガンダが減ったことに感謝する人は他にいるだろうかということで、はい。もうこの人たちが、この企業たちがもう全部アウトっていうことです。はい。はい、そうしましたら次、全然ちょっとまた違う話で。プッシュとプッシュ、はい。こちらね、この女性の方が語ったということで、これお願いしていいですか？はい。ジョージ・ W ・ブッシュが911委員会の委員長にヘンリー・キッシンジャーそのまま言っちゃっていいかどうかな？ヘンリー・キッシヘンリー・キッシヘンリーキッシキッシヘンリー・キッシを据えようとしたことをご存知だろうか。ビンラディンファミリーとのつながりに関する痛烈な質問ありがとう、ロリ・ヴァン・オーケン。彼は辞任せざるを得なくなった。ほうほうということで。じゃあ次、謎の呼吸器疾患関連。はい。現在、米国の11の州が謎の呼吸器疾患の影響を受けている。次、その下。どんどん広がってきてますね。のかな、本当かわかんないですけどね。で次、速報、共和党上院議員5名、共和党上院議員5名がバイデン政権に対し呼吸器疾患患者の増加を受けて米中間の渡航を制限するよう要請という、ホワイトハットの方がちょっとそういうふうにしてると。で次、マイコプラズマ関連ですね。彼らはそれをマイコプラズマ肺炎であると特定した。
特に珍しい病気でもなく、前代未聞の病気でもない。しかし、もし流行りの新しいパンデミックに仕立て上げるつもりなら、私の推測では、バイオ攻撃を回避し、ギリギリのタイミングで安全であることを確認しようというロックダウン、スケアイベントにするつもりだろう。様子を見てみよう。そういう傾向になってきているようだ。メディアが乗っ取られていることは明確であり、あらゆる兆候はいつでも起こり得ることを示している。はい。マイコプラズマのことみたいですね、実はね。はい、じゃあ次。ねはい。じゃあ次。こちら、速報。シッペイクス。次。そうですね。ピーター・ホテズ博士によれば、専門家は COVID-19 よりも深刻な疾病 X が、到来すると予測しているとのことだ。私たちは人々が疾病 X と呼ぶ新たなパンデミックの脅威が定期的に発生する可能性を持っている。ということで。マイコプラズマが疾病 X。で、ということで、これちょっと私出してなかったですけれども、選挙、ね、要は前に話したトラさん、2020年のトラさんの選挙を邪魔するために、邪魔するのと、あと、選挙を盗むのにやりやすいように人々に家にいてもらって郵便投票にしてもらうためにCOVID は仕掛けられたっていうのが事実じゃないですか。だから今回もまたこれも選挙の前にちょうどいいタイミングで出てきましたねみたいなことを言ってる人が結構います。なんかこれは闇の人たちが選挙の前に計画的に仕掛けているものらしくってっていう考察をされている方が多いですね。はい。これが選挙の前にこれを流行らしてまたみんなにまたロックダウンして家にいさせてみたいな風にしようということで。ただね、マイコプラズマは私も何回もなったことがあって、私ももう3回ぐらいか。もう本当にきついね、本当にきついですよね。もう1ヶ月とか2ヶ月とか治らないですね、咳が。本当にきついんで、でこれはだからウイルスじゃなくて菌なので、マイコプラズマ肺炎菌なので、一番最初にかかったの小学校低学年の時です。入院しましたね。入院した？入院したその時も小学校の時。あと大人になってから2回ぐらいかかっては割と軽症で、でも咳がとにかく収まらない。でも自宅で薬で治療して。だから普通にみんなねなるものなんですけどね、それを流行らそうとしているということです。じゃあちょっと話変わりまして、次ファイザー訴訟へ。この辺の話もなんかいろいろ出て、ちょっと今日はあまり集められなかったんですけども、この話も結構出てきたんですよね。こちら、ケン・パクストン司法長官、COVID ワクワクの有効性の、虚偽表示と情報検出に対し、ファイザーを相手取って訴訟を起こすということで、ね、この辺ももう全部いっぺんに来るんでしょうねって感じですよね。そういうシナリオなのかなって、すごい徐々にいろんな話が出てきてますよね、今ね、この辺のね。COVID に対するその訴訟がこれから増えるだろうっていうことで、バイディさんの司法省は、弁護士を増やした。弁護士の雇用を増やしてましたもんね。そう、もうこれから増えますんで、どんどん増えます。これも結構気になるあれですね。はい、次、国税庁ですね。綺麗になってるんですよね、これね。なんか猫切れになっちゃって。ね、お願いします。で、ちょっと前、半年ぐらい前とか、もうもぬけの殻のね、映像とかいっぱい見ましたけどね。そう、白いシートがかけられたりとかね。で、こう誰も人が出入りしてないよっていうようなのとか。国税庁の庁舎は3年以上にわたって完全に混乱していたように見えたが、ようやく元に戻りつつある。建物の周りには、なんていうのね、
低木低木か。低木や苗木が植えられ、数週間前には敷地内の水道管も取り替えられているようだった。綺麗に乗ってるんですよ。綺麗。私の疑問は、あのひどい土のうはいつ撤去されるのかということだ。これの目的は何だったのか。土のうの目的は何だったのか。また、3年以上ぶりに従業員全員が復帰するのはいつになるのだろうか。土のうは、上下かな。土のう。一番下。これそれね。これがもっと、多分いっぱいあった。もっとたくさん。綺麗になってるんですよ、それがね。はい。まあでもその国税庁自体の仕事はなくなるわけですけれども、逆にね、今度はね、国税庁がもしかしたらその税金の今までの税金還付、今まで払いすぎたものを還付する、その仕事が今度わざわざそっちの方で忙しくなるんじゃないかっていうね、お話もあったりで、そっちじゃないですかね。だからそのためにまた人も必要だし、そういう作業をする場所になるのかもしれないですよね。はい。はい、そういたしましたら、ちょっと休憩って私の休憩でミカちゃんは忙しく。かみさんのお食事タイム。ちょっとお手洗いで。ちょっと読んでいただいていいですか、すみません。お早くお願いします。質問あるかもしれない。少々お待ちくださいよ。遡ります。TK さんかな ?TK さん、旧カウントダウンクロックは前からあったのですか？最近ですか？最近ですね、出てきたの。私も見つけたの1週間ぐらい前かな。突如見つけたんですよ。アミショさん、かわりさん、メカさん、こんばんは。いつもありがとうございます。伊藤菜々香さん、こんばんは。伸びても辛抱強く待っています。いつも投稿してくださるおかげで強い気持ちを保てています。感謝しかありません。今夜もよろしくお願いします。京都さん、こんばんは。日本の DS の粛清は完了するのでしょうか？日本の DS の粛清は完了するのでしょうか？完了するでしょう。するでしょうか。するでしょう。アメリカも完了するんだったら日本もするでしょう。するでしょう。今もね、やってるんだと思いますよ。そのはずです。もう世界中の隅々まで粛清してくれるでしょう。ね、そのはずです。ね。そのための作戦ですから。マユハッチさん、あの手この手でがっかりを仕組んできますね。延期のことかな？カウントダウン。タイパーさん、旧クロックカウントダウン、きっと我々は試されているんですかね。ね、試されてるのと、まあでもあれは多分やっぱり手のひらでコロコロ転がされてやっぱり闇の人たちを多分翻弄してるんだと思うんですけどね。でそれに私たちが一緒に便乗しちゃって、便乗して転がされちゃってるみたいな、感じかな。便乗して振り回されて。ライラさん、それね、ゆきこさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。みかさん、かおりさん、本日もお世話になります。よろしくお願いします。お願いします。ちこうさん、かおりさん、みかさん、皆さん、こんばんは。毎日いろいろあって目まぐるしいですね。早く RVEPS 来ないかな。首を長くして待ってたら、66みたいになってしまいましたよ。66みたいになりますよ。もう霧になりますよ。ロロナゾルさん、確かにスカイさんはメドベッドの公開日は17日と言ってましたね。タイパーさん、長い。9クロック。まさしさん、こんばんは、まさしさん。
あ、ここれからんばんは。参加します。ありがとうございます。ありがとうございます。ユース114さん。大学生のシナリオ9、2017年から言われている9ドロップ、本当にそのままですね。感謝しかありません。はい。マックミーさん、こんばんは。ゆきこさん。アメショウさん、RV ベトナムでも早く換金したい。うん、はいね、早く書きしたいですね。本当に。ゆきこさん、ウルビー最近めちゃ口数少ないですから、少ないですね。うん、本当。まあ動画投稿されてはいるんですけどね、確かに。内容がないんですよ。情報ではないので。でも前ほどは全然減りました。ね、前に比べたらね、動画の投稿数ね、減りましたよね。はい、一番多い時はもう1日もう5個ぐらい、4つ5つぐらい。もう誰が翻訳するんだって本当にもう午前中ずっとウルビーチャンネルの翻訳で終わってしまうぐらい本当に時間を取られてましたね、その時。文章ね、文字で書いてほしいなってずっと思ってた。文字打たないですね。文字打たないですよね。あ、マボさんありがとうございます。いつもありがとうございます。現在金が最高値をつけドル安が進んでいます。まさしく時代の変わり目を見ていますね。毎日世界忙しい毎日世界市場を楽しく眺めています。直樹直さんありがとうございます。出遅れました。かおりさん、みかさんこんばんは。今日もお願いします。ゆきこさん、私も個人では一度もないですよ。北海道から知り合いが来て、知り合いの子供を連れて行くときに行ったきりです。北海道。ディズニーランドの話かな。ね。かな。うん。ディズニーに興味を持ったことが一度もありませんでした。そう、私も今私今母子家庭でもう息子と2人で8年間かな、もう2人だけで暮らしてるんですけど、もともと嫁いでた先のお母様がお姑さんがディズニー大好きで、もうだから本当に意見が合わなくって、もうベビー布団をミッキーのベビー布団とか買われた時にもうすごいもう私怒っちゃって。それだけで本当に嫌だったんで、本当に嫌い、家に一つも置きたくなかったんですよ。まあでもタオルぐらいはしょうがない。うちもいっぱいありますし、ね、もう可愛いしね。でももう私はすごい嫌で、そうっていうことがありました。じゃあかおりさん来た時トイレのタオルディズニーのタオルかけておかない方がいいのかな。大丈夫全然別に息子のベビー布団がミッキーなのが嫌だった。ステーキスイーツさん、私は生まれてこの方一度もディズニーの文句を言ったことありません。素晴らしい。まあ子供の時は私の何回も言ってました。そこか。ゆきこさん、マーボーさんで、リボンちゃんさん、かおりさん、みかさん、こんばんは。皆さん、こんばんは。ゆここさん、ディズニーの話、トイレに入った子供がなかなか出てこなくて、心配した親がトイレの中から抱えられて、眠らされていた子供が自分の子だったことに気づき、お洋服を全部着替えさせられていたという話。もう20年以上前に聞いてます。そういうことだったんですね。結構聞きますね、こういう話、日本も。怖い、もうありえない。あとじゃなかった。入場する人数、入場したとほらガコーンって入ってくるじゃないですか。入場した時の人数と出てった人数が合わないっていうのよくありますよね。でもそれも全部隠蔽されるんですよね。
ニュースにならないですもんね。大ニュースですよね、普通だったらね、そんなことが普通に起こったら。ね。もう大捜索、もう大騒ぎにねなる。大騒ぎになるようなことなね。のに、それがニュースにもならないというね、恐ろし私はね、もうリンゴを切る音を聞きつけてい。きたの。でもね、来たね。さっきみかんこっそり食べたけどね。ゆうこさん、肺炎はね、ゆうさん、もうニュルンベルク裁判水面下で進んでいると思います。うん、思います。思います、思います。休憩タイム。休憩ないもん。ごめんなさいね、今こそもう休憩しかしてないけど。リボンちゃんさん、いつもありがとうございます。外はめちゃくちゃ寒いけど、メドベッドがいよいよ登場。激アツホット情報満載で楽しみです。ね。ね、本当にそうです。もうちょっと。リッキーワンコさん、大都市で EBS 始まった時大混乱になること間違いないです。大混乱になってほしい。ほとんど。お母様大好きです。リボちゃん、ディズニーも私も数回しか行ってなくて、全然ハマらなかったです。真実知ると恐ろしいですね。リッキーワンコさん、混乱が少しでも少なくなるように望みます。旅行者、外出中の障害者や子どもたちなど本当にどうなるんだろう。今日は旅行中。リッキーワンコさん旅行中でした。旅行楽しんでらしてください。たまにはゆっくりしないとね。山下楓さん、来週エサラ発表。トラさんがサインしたらしいです。17日。はい。17日までに RV が達成されるとスカイさんがおっしゃってましたね。17日までに RV が達成されるってスカイさんおっしゃってましたっけ？わかんないです。見てないです。そういうふうにおっしゃってたかな。メドベッドの話だけじゃないですかね。RV。わかんないですね。私はそういう解釈はしなかった。まあいいや。はい。以上です。ありがとうございます。食べてくださいね。ありがとうございます。よかったらみかんも。フルーツのおばちゃん。みかんやら。ね、あめちゃんの。あめちゃんの大阪のおばちゃん。食べやみたいな。ほっこりしますね。次行きましょう。はい。次、フィールさんですか？はい。もっと早くライブに行こう。はい。もっと早くライブにゴーするかもしれません。そこにいてください。っていうふうに、今日ですね。今日ですね。もうこの時点で、今日はないなって思ったんですよ、私。だから本当はもともと11時の予定だったので、もうちょうどその旧カウントダウンクロックとの時間と噛み合うなと思ったんで、来るなと思ってたのに、早めますって言った時点で、これでもうないなって思いました。という意味であげました。はい、次。これはフィルさんのフォロワーの人がフィルチャットに書いた内容をフィルさんが、引用されてました。フィルはそれを成し遂げるために舞台裏で働いています。さあ皆さん、なんだこのタワー。彼はコムで私たちに話しかけています。彼がドタキャンしたことで泣き言を言っている人たちはまだ眠っているんですよ。この前の日ドタキャンだったんですよね。昨日、ね。群馬名月。青リンゴ美味しい。美味しいですね、群馬名月。あなたが見る目を持っているなら、この時点で物事は私たちの顔の中にあるのです。ということで。で、これをフィルさんが、引用されてたんで、それ合ってるよっていうことだと思います。はい。で、次。じゃあ、もうフィルさんこのまま、ライブ後にしますわ。じゃあ、次、トラさんいきますね。はい。若者のためにアメリカを。じゃあ、これいきます。若者のためにアメリカを再び偉大にするトラさんの11項目の計画ということで、これ今日上がってたリズ・ハリンドンさんのサイトで上がっていました。テレグラムで上がってました。
でこちらの内容の、リンク先の記事の翻訳になります。2024年に向けて若者の間で寅さんの人気が急上昇しているが、それには理由がある。バイジーさん政権の生活では、Z 世代とミレニアル世代に多大な負担を強いてきた。物価はかつてないほど高く、無農薬のリンゴ屋さんのやつです。犯罪は指数関数的に増加し、国は第三次世界大戦の淵に立たされている。ドナルド・トラさん大統領はニューズウィーク誌に、寄稿した鋭い論説で、こうした冷ややかな現実とそれ以上のことを論じ、アメリカの問題に対する洞察を提供し、今日の若者のために偉大さを取り戻すための前向きなアジェンダを提示した。彼は論説の中で、ガソリン価格が史上最高値に達していること、住宅ローンが 7% という残酷な数値に達しており、無数の若いアメリカ人にとって住宅所有が手の届かないものになっていることを指摘した。彼は NBC ニュースの新しい世論調査を引用し、18歳から34歳の有権者の間で YG に対して4ポイントリードしていることを指摘した。9月にワシントンポスト ABC が行った印象的な世論調査では、例えば35歳以下の有権者ではトラさんが YG を20ポイントも引き離していた。トラさんはこの好意的な世論調査の数字について、若いアメリカ人がジョー・バイジーさんの失敗、無能、汚職の支配を拒絶している明確な兆候と表現した。彼は自身の政権の成功を指摘し、記録的な低い住宅ローン金利 2.65%、かろうじて存在するインフレ率、1ガロンあたり 1.87 ドルのガソリンなどをアメリカ人に思い出させた。アメリカ経済はアメリカの若者にとってかつてないほど良かったが、この3年間若者たちはバイジーの失敗のツケを払わされ続けてきた。ひどいインフレ高騰に対するインフレ、高騰する物価、高騰する金利、手の届かない住宅、エスカレートする犯罪と彼は書いた。2015年に再び大統領となったトラさんは、若者たちに再び希望と夢と繁栄をもたらす11項目のアジェンダを打ち出した。以下がその11項目である。若者が繁栄できるよう世界史上最大の、経済を再建する。バイジーのインフレ悪夢に終止符を打つ。エネルギー自給、エネルギー生産に注力する。政府支出を削減する。金利を引き下げ、若者が再び家族を持ち、家を買い、素晴らしい将来設計をする余裕を持てるようにする。アメリカンドリームの基本構成要素である。法と秩序を取り戻す。法執行機関の権威と尊敬を回復する。急進的マルクス主義者の検察官が凶悪犯罪者に我々の年を明け渡すという事態を終わらせる。南国境の安全確保。薬物中毒の、惨劇をきっぱりと終わらせる。極左的な内容を子どもたちに押し付けることが発覚した学校へ連邦資金を差し止める、大統領令に署名するということです。すごいですね。これ、ね、ネサラの前段階でここまでのことを言っているということですね。はい。はい、そういたしましたら次の副題、こんな話が出てきたんですよね。絵面からなんですけれども、これお願いしていいですか？もうちょっと食べる？大丈夫？あげても。もう終わりにしよっか。ちょこっとだけ。昨日も朝起きちゃったから。トラさんに近い情報筋によると、ベンカーソン博士が副大統領の最有力候補だという。以下は、ひらひらさんについての質問をした記者とベン・カーソン博士とのやり取りである。レポーター、ひらひらさんのどの行動が最も悪魔的だと思いますか？ベン・カーソン。罪のない赤ん坊を喜んで殺すこと。
ベンカーソン博士が寅さんの伴走者になることについてどう思いますか？ということで、またこんな人の名前が変わってきました。今もだから副大統領候補がね、タッカーとかで、ちなみに今日のフィルさんの後で話しますけど、フィルさんのライブでもうフィルさんは断言してたんですけれども、フリンさんだって断言してました。次の副大統領は。はい。後でまた話します、その件は。でもフリンさん闇だとかね言ってる人もいっぱいいますけれども、もうフィルさんはもう断言してました。じゃあ次。もうね、これからちょっとね、今からのだからタイムラインをいろいろ読み解くにあたって結構重要なことになるので、3つほど寅さんの次の予定が立っているので、それをちょっと立て続けにお話ししたいと思います。次。こちらが、13日ですね。12月13日にアイオワで、日本時間でいうとこの14日の木曜日、朝9時からアイオワで、演説をされるそうです。次。アヌアルガラ。これが、ガラ、年次祝賀会ですね。こちらが寅さんニューヨークヤングリパブリカンクラブの第111回年次祝賀会に出席へということで、こちらが、12月19日土曜日にということです。なので、日本、ちょっと時間までは書かれてないのではっきりわからないですけれども、おそらく日本時間でいうところの12月10日の来週の日曜日だと思います。これ去年も一昨年も結構動画いろいろ出てきたんで、また今年も出てくると思うんですけど、じゃあちょっとここにこれが入ったらちょっといろいろ読めなくなってくるんですけど、12月10日来週なんかあるらしいです。で次、3日。こちらが、これは前から決まってたんですけど、私ちょっと投稿してなかったんですけれども、こちらが、明日というか、今日寝て、もう今11時台なんで、寝て起きた6時、次の明日の朝、6時頃に寅さん演説またあります。いつもこのぐらいの時間あるんですよね。土曜日寝て日曜日の朝多いですよね。いつもこのライブ終わって次の日も結局朝早起きしなきゃいけなくなるみたいな。多いですよね。多いです。このタイミングめっちゃ多いんですよね。はい、明日一応今のところ6時頃って、6時って言いながらちょっと遅れることが多いんで、いつもその時間にちゃんとあるとは限らないですけど、一応6時というふうに前振りでは言われてます。はい。じゃあ次。寅さんも給料。ご存知だろうか。ジョン・ F ・ケネディは大統領在任中、年俸15万ドルを一度も受け取らなかった。代わりに彼はその全額を慈善団体に寄付していた。はい。とのことですね。もうこれね、給料もらってなかった。なんか1ドルしかもらってなかったとかいう話もあります。トラさんね。何しろありましたよね。はい。次、タッカーはトラさんに投票する。こちら、タッカー・カールソン、私はトラさんに投票するということで、そういうふうに公に、発表されましたということで。はい、じゃあ次、ミレイさんがちょっとここに来てちょっと分かんなくなってきましたよね。まだ分かんないです。ちょっと誰かがきちんと答えを言ってくれるわけじゃないから分かんないんですよ。ブリックスにね参加しない話があって。ぼっち。
アルゼンチンのダイアナ・モンディの次期外相は木曜日、ソーシャルメディア X への投稿で、アルゼンチンは発展途上国グループであるブリックスには加盟しないねえ、となんちゅう言い方やっていう感じですよね。本当ですね。アルゼンチンは8月に南アフリカで開催されたブリックスサミットで、ブリックスの新メンバーとして招待された6カ国のうちに含まれていた。だったにもかかわらず、そうすごい言い方ですよね。なんかわざとのような気もわざとね、だからするんですけどね。だからすごいわざらしい感じがするんです、そういうのも。そうこのわざとね、このひどい言い方はわざとじゃないかなと私もそう思います。だからまだいろいろわかんないんですよね。次。アルゼンチンはミレー政権下でのブリックスへの加盟を拒否。顧問が語った。これさっきの話と同じことですね。次。次はいいです。で、参考までに、ミレー氏の、就任式は12月11日なんですよね。それもちょっと日付をいろいろ考える上で。で、そこにトラさんが行くかもしれないし、みたいな話もあったりなかったりみたいな。はい、じゃあ次。気になるよね。またくれるんじゃないかなって思うよね。リンゴ欲しいね。はい、次。プー様。プー様特にもう大丈夫です。もう大丈夫です。プー様特に今週は何もなかったんですけれども、プー様関連ということで、これちょっとこれは素晴らしい内容ですよね。ね。ロシア人の 78.5% がプー様を信頼し、75.2% が彼の仕事を支持している。すごくないですかね。世論調査センターによると。日本でもこんな人がいたらいいな。今までいたことが一度もないじゃないですか。ね、国民の支持がもうね 80% 近くの人が、日本で言うと誰なんだろうって考えた時も今んとこ存在しませんよね。しませんよね。中川さんぐらいしか隠れたところにいるのかもしれないですけど、わかんないですけど、今のところまだお見名してないですよね。日本にはいないですよね。すごいですよね。80% に届きそうな人が、もう支持していると、素晴らしい。いいな、羨ましい。もうずっと本当ロシア羨ましいなっていつも思いますもん。もうむしろもうプー様かトラさんがもう日本も統治してほしい。統治してもうずっと思ってます。統治してくれて全然構いませんので。本当ですよ。はい、じゃあ次パスカル氏。でこちらチャーリー・ウォード、パスカル・ナジャディとのインサイダーズクラブ。これね、先週話して、これがチャーリーさんとそのパスカル・ナジャディ氏が、スイスで対談するっていう話があるよっていう話がして、それが実際行われましたと。でそちらがの話になります。チャーリー、世界中で200カ国がネサラゲサラに関連しており、現在進行中であるという非常に良い情報を入手した。それらの全員がこの法律に署名した。この旅の開始時には各国で5万人が軍と警察に潜入しており、私はこれを知っている。各国の、陸軍、海軍、空軍、警察に250人が潜入した。つまり誰が善人で誰が悪人かを調べるために各地域におそらく60人か70人が潜入していた。これは7から8年、おそらく10年にわたって続いている。彼らは誰が善人で誰が悪人かを知っている。そしてほぼ全員が逮捕されている。現在高い地位にある人の 90% が逮捕されている。彼らは毎晩10機の C-17 航空機で大西洋を横断している。そしてこれらは、訓練クラスではない、望まないのはフランス、イギリス、アメリカの3カ国である。パスカル。このパスカル・ナジャディ氏っていうのが、ワールドエコノミックフォーラムの創始者の息子さんで、そのパスカル氏とそのお母様がワクワクを打って体調不良になってもう死にかけたということで、
そのワクワクを進めたワールドエコノミーフォーラムのメンバーたちであったり、ビッグテック、ビル・ゲイツらを訴えますよと言っている方なんですよね。もともとは善なのか悪なのか分かんないですけれども、そういう立場に今おられる方なんですけれども、私は、約5日前にレーダーの写真を投稿したが、副大統領ではないカマラ・ハリスが、米国はその地域に、米軍を派遣しないと発言した2日後のことだ。同時に、今朝ここで EV4 レーダーの写真を見た。これは私が危機の日に、全フライトスケジュールを毎分投稿した飛行機だ。11月22日の時点からこの飛行機は24時間警戒態勢を敷くべきではないのか。それが彼らの仕事だ。では、今年原子力飛行機はテトラパフロスクで何をしているのか。ベニー、ケニア、南アフリカ、そして2日前にはアラブ諸国、ラテンアメリカ、韓国でも全フライトスケジュールを掲載した、彼はイスラエルにもいた。エジプト海から降ってくる、ゴストリントを写真に撮った。これは米国のその辺でよくわかんないんですよ。ちょっとよくわかんないね。これもサマリーなんでね。これ自体が。そうですよね。これは米国の最高司令官の各司令部である。死んだのはバイジーではない。彼は反逆罪で処刑された。最高司令官の命令を実行するのは国防大臣だ。そしてそれは間違いなくトラさんである。C17 リストを入手したところだ。彼女は生きている。物事は動いているが、私はこれらの動きはドクトリンだとは思わない。なぜならそれは単にお金がかかりすぎるからだ。B52 は現在、プー様を困らせるためにノルウェーではなく、米国領土上空を飛行している。しかし彼らは今のところアメリカのシマウマの上を、旋回している。B52 は非常に高価でもあるため、エンジンのサンプルや飛行中のシステムのサンプルなどを、試験運用に持ち込んでいる。しかし少し前にヘルシンキでプー様はこう言った。親愛なる大統領、私はあなたのためにこのボールをもらい、それを間違いなくあなたの同僚のトランプに渡した。トラさんはそれを受け取った。彼らはお互いに微笑み合ったが大したことはなく、ただリラックスした笑顔だった。そして彼は言った。次はあなたの番だ。それが DS の、終わりの始まりだった。そして私はその成就が今起こりつつあると信じている。チャーリー。そしてこれらの人々のほとんどは処刑された。現在11機の C17 がヨーロッパに向かっている。危機的状態にあるタイタン25は含まれていない。パスカル。同盟は、米陸軍が率いる33カ国で構成されている。これは過去最大の同盟である。現在200人の将軍が活動している。合計34カ国だ。第二次世界大戦では世界中のファシストと戦わなければならなかったソ連の、ジューコフ元帥を含む4人がいた。現在これらのファシストには200人の将軍が敵対している。聖書に登場する将軍たちよりもさらに多い。チャーリー。それにフリン将軍が私たちに思い出させてくれたデジタルソルジャーのことも。パスカル。私たちはチンパンジーの子孫ではない。そしてチンパンジーは良い動物だ。私たちがここに来たとき、私たちの染色体の数は120だったが、今では42に減っている。彼らは私たちに毒を詰め込んだ。そしてチンパンジー、オランウータン、ゴリラを見てほしい。彼らの染色体の数は歴史を通じて、増加し続けている。ということで。で、次、2部。ごめんなさいね。予防しちゃって。パスカル。旧政府の崩壊は、ちょっと待ってくださいね。その2読みましょうか。出ました。旧政府の崩壊。読みましょうか。じゃあいいですか。
いけます？その2ですね。うんパスカル。旧政府の崩壊は世界中で同時に起こるだろう。サイレンが鳴り響くだろう。家の中にいて落ち着いていてほしい。そしてあなたの国の首相が別の首相候補にとって代わられるということではない。ノー、これは終わったことなんだ。第二次世界大戦後のようにしばらくは良い軍事政権が続くだろう。腐敗のない司法制度と法制度が整えられる。チャーリー。そしてインターネットがダウンしたときそうなるだろう。しかし彼らはそれを破壊するのではなく、ただ閉鎖するだけだ。インターネットシステムをですね。準備はできているのでお見せしよう。で、この時チャーリーさんがスターリンクシステムを画面上に示したそうです。魔法にもそこにいるので彼のフォロワーとつながることができる。この辺はよくわかんないですけども。スターリンクシステムの話です。魔法に私は10分かかったが、それは非常に簡単だ。スターリンクシステムの設定か何かかな。ソフトウェアが自動的に衛星を検出してくれるので何もする必要はありません。北を指すように設定するだけです。はい、北を指すように設定する。設定するそうんだね。ね。ですって。はい。ということで、無事そのパスカル・ナジャディさんとの対談は終わったということでした。はい。じゃあ次。クリス・ミラーさんちょっと一つだけ入れます。ちょっと気になったので。でこちら、地下トンネルは現在非常に活発だということで、ベリーアクティブらしいです。これはね、どういう意味なのかわかんないですけど。ですって。地下トンネルの破壊活動が活発っていうことなんだと多分思いますね。じゃあ次。でスカイさんの話さっき言ってましたね。もうこれ終わってから次フィルさんいきますね。はい、スカイさん。よいしょ。今朝の11時29分に、スカイさんのメドベッドの公開日に関する違うか。違う、これ違うか、これはトゥルスウォリアーズ。そうだ。メドベッドの概要をまとめてくださってた方がいらっしゃったので、それを訳したものですね。でもこれ私まとめてあるんですよ。ですね。これ読まなくてもですね。飛ばして。でいいよね。入ってるよ。同じ内容。入ってるね。じゃあこれ飛ばして、スピリチュアルカウンセリングコース、こっちはこのまま読みましょうかね。これさっき読みますね、私。でこちらが、本日午前11時29分にスカイさんのミリタリーメドベッドチャットにて投稿された動画ですということで、動画の役をミカちゃんがやってくれてます。こんにちは皆さん、大変申し訳ないのですが、今週のワークショップとスピリチュアルカウンセリングコースは延期にさせていただきます。これめっちゃ気になりますね。これ12月5日と7日からでしたよね。スピリチュアルカウンセリングの準備コースですね。そうですね。で何か急な出来事があり、今週は授業をやらないように言われましたっていう、これ気になりますね。アライアンスに言われました。実際のところ私は少し休暇を取る必要があるので、明日のクラスやワークショップで火曜日か木曜日から始まるクラスには期待しないでください。今週は無理なんです。今週は無理だそうです。はい。これは本当に深刻で本当に重要なことなのです。皆さん体に気をつけて、この状況がすぐに解決し、通常の生活に戻れることを願っています。コースまであと1週間じっと我慢して楽しんでください。それではバイバイということで。私もこれ、一番最初のエントリーはして、スカイさんから返信のメールいただいたんですけれども、ちょっと有料なのですごい悩んでいて、で、どうしようかなと思ってたところだったんですけれども、最初に申し込み順に半分学校からならなきゃいけなかったんで、ちょっとそれが払えないって言って、で、悩んでたんですけれども、延期したということで、ね。
はい。もうお金振り込んでしまってる人もいるだろうに、いっぱいいると思います。ねえうん。心配でしょうね。心配でしょうね。その方々は。ねね。え、まあハラハラしてますなくなるってことはないとは思いますけれども、うん初回半額申し込み時に半額払って、うん始まったらまた半額払うっていうことで、うんね、4、5万ぐらいだったと思うんですよね、値段が。ううんん。ね、次、うんブログに突入ですか。次はあ、でもそのスカイさんの話今言っちゃいますね。言っちゃいましょうか。いければ。うん。うん。2分ぐらいかな。うんうん。めっちゃ可愛い髪がパンダちゃんの。今日の朝かな。今日の午前中。午前中にね、会います今日のね。午前中に。私はまだ見てなくって、明日はちょっと見直して、うんうわーっと思ったら字幕とかもやりたいとは思いますけれども、ちょっとまだわかんないです。今日の午前中にアップされてたスカイさんの16分ぐらいの動画をちょっと要点だけまとめました。ですね。1年前くらいからスカイさんね、1年前くらいからどのようにしてメドベッドを公開するかどうかっていうことをアライアンスと話し合っていたそうなんですね。でそして、最終的にスカイさんが個人的にデモンストレーションすることになったと、現在のところはそうなっているけれども、まあこれからまた変動するかもしれないけども、まあ現在のところはそうなっている。で、スカイさんはクリスマスまでにメドベッドを、公開する、クリスマスのメドベッドを公開するっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。でその情報に自信がなかったんですけれども、昨日ですね、昨日マーク Z さんのね、彼の連絡先の方がクリスマス前かその前後にメドベッドを配置することを目標にしているっていうふうな話をされてたそうなんですよ。それがどこのプラットフォームで話されてたのかはちょっとわかんない、探せないですね。昨日マーク Z さんがそのようにおっしゃって、まあ彼の連絡先曰くってことで話されていたそうなんです。でなのでそういう話をしていたと。でそんな話をスカイさんが聞いていて、なのでスカイさんはその自分の情報に自信が持てましたと。でそれでマーク Z さんにとてもお礼をおっしゃっていました。でスカイさんは、その17日の情報がどうやって入手したかっていうと、そのいきさつはスカイさんは今朝スカイさんが寝ている時にとても激しいテレパシーの会話が頭の中で、に入ってきて、でそれで目が覚めたそうなんですよ。それで、その目が覚めて、でパッとテレパシーの会話が頭の中に入ってきて、でパッと目が覚めて、それであまりにもその会話が激しかったから、で何を言われているのかっていうのをまずすぐは理解できなくって、それ理解するのに、数秒かかったと。それでその後に、目が覚めた後にテレグラムを確認して、でゴシップが出ていないかどうかっていうのを確認したそうなんですね。それで、その後、その情報のその17日の情報ですね。17日というか、12月の第3日曜日に、一般公開がある予定だよっていう情報が頭の中に入ってきたんでしょうね、多分最初に。でその情報の真偽を確かめるために、ここからはよくわからないんだけども、その後情報の真偽を確かめるために、テレパシー情報だったよね。テレパシー、全部テレパシー、ここからは多分全部テレパシーの話だと思うんですけども、その情報の真偽を確かめたいと。なので、
誰か私に連絡してくれないかっていうふうに多分テレパシーで頼んだっていうことなのかな、テレパシーで誰か私に連絡をくださいっていうのを頼んだっていうことなのかな、でそれでそしたら誰かが地下基地のような場所に連れて行ったと私を。でこれも、精神世界のことなのか幽体離脱のような多分そうだと思います。スカイさんの幽体だけがそこに着陸したっていうことなんか、多分そのあたりの意味なんでしょう。はいはい、そうだと思います。で着陸したと。それでそこっていうのは地下の軍事基地だったそうなんですね。でそこの軍事基地っていうのは秘密のプロジェクトが遂行されているような場所だったと。でそこには地球外の存在が働いている部門があって、それでそこの、高い地位にいるプレイアデス人がいらっしゃって、でその人に確認を取ったんですって。でそしたらその情報は本当であるということが確認が取れたそうなんです。17日に一般公開されるっていう、そういうことなんですね。そういう情報だったんですね。その根拠っていうのが、なるほど。がそのプレイヤーデス人によって確認が取れたと。で、それで、スカイさんのでその一般公開の方法は、スカイさんの YouTube のライブストリーミングのみで行われます。でテレビ YouTube だけで YouTube のライブストリーミングのみで行う。でテレビではやりません。で、日にちは12月の第3日曜日。でこれは17日です。の、午前11時から。これはオーストラリア東部時間のシドニー時間の午前11時から。なので日本では午前9時ですね。と予定されているそうです。これは目標なのであくまで決定ではないと。そういった予定が組まれたそうです。で、その時に全国の予約番号、メドベッドの予約番号がもう公開される、画面に予約番号が表示されるっていうふうにずっと言われてるんですけど、そのあたりがどうなるかっていうのは現時点ではわからない。それは後日になって分かってくるそうです。それで、スカイさんは、その資金放出、まず順番的には資金放出があってからメドベッドが一般公開になるっていうふうにずっと言われてたじゃないですか。でずっとそういった予定だったんだけども、その順番が、ね、変動してきてるから、そのあたりどうなんですかっていうふうに尋ねたらしいんですね、アライアンスに。アライアンスじゃないか、クリアデス人に。でそしたらもうそのあたりの順番っていうのはもう撤去されて、で、その人道支援者たちっていうのも人間なので、人道支援者も人間であって、なので、精神的だったり意識的には未熟なのでね、なので、人々を治療する、メドベッドで治療するまだ器ではないと。でそういった準備はまだできていないと。でなのでその人道支援者が精神的に準備が整って、学んでいる間にその軍が人々の治療を開始して進めていく、ということでした。なるほど。で、人道支援者にとっては、もし、17日以前に RV が先に来た場合は今までの、当初の予定通り、その資金を受け取った後にすぐに優先的にメドベッドに入れるっていうのは変わらないし、もし万が一 RV が後になったとしたら、一般大衆に紛れて一般大衆の列に混ざってメドベッドに入ることになる。
以上です。ありがとうございました。はい。まだ見てなかったやつなんで嬉しいです。ありがとうございます。12月17日、日本では午前9時の予定だそうです。はい、どうなることやらね楽しみにもう本当に楽しみにしたいですね。どうなることでしょう。はい、ありがとうございます。そうしましたら、続きまして次はフィルさんの今日のライブの話に入りたいと思うんですけれども、まとめをし始めてた時にやってたところで、マリラブ USA さんがブログを上げられたので、ちょっとそちらを私はちょっともうまとめを途中でやめまして、そちらを見ながら追記事項だけちょっとお話しさせていただこうと思うので、じゃあまずはマリラブ USA さんのめちゃくちゃ爆速でした。すごい、私もまだまとめ終わってない時にブログ上げられてたんで早っと思って、はい。じゃあこちらなんですけれども、じゃあブログの方から、今日のねフィルさんのライブ速報として、Q&A の中の、一番本当肝の部分をすごい上手にまとめていただいてたので、これをざっくりこの中で重要な箇所だけちょっとざっくり読んだ後、追記事項をちょっと取り上げられてない内容で私も気になる内容が他にもあったので、ちょっとお待ちくださいね。まずね、一番上、イーロンのロケットは天外を貫通したのかっていう質問に対して、でこれ結果だけ一番下に言うと、ここでいいか。天外を突き破るのは不可能だ。再生できる。再生するらしいんですよね。天外突き破ってもね。で核兵器が撃ち込まれた1958年のフィッシュボール作戦で核を発射した。高度核爆発実験を行った。どんな理由で一つだけ理由がある。それは天外を浸透しようとしたことだった。核兵器では失敗した。では核爆弾では不可能なことをどうしてロケットで突破できるのでしょうか。私には分からない。天国に行く道は一つ。死と裁きだ。ロケットや宇宙船を飛ばしてもいけないし、地球から出る道は一つ。それは死だ。その後、天国か地獄に行くんだ。それが私の意見だ。ね、フィルさんずっとこう言っているんで、天国と地獄はあるけれども、宇宙はないってずっと言ってるんで、これはちょっとフィルさんの個人的な意見ですね。あんまり参考に私はしてないです。はい。で、またロックダウンはありますか？で、ありません。で、ジュニアは切り札の可能性が高いかっていうことで、ちょっと重要なところ、切り札のようなものだ。あなたが言ったように緊急事態のようなものだ。選挙が予定されているのにどれだけ緊急事態が必要なのか。選挙まで1年もないんだ。だから今それをやる意味があるのか可能性はある。とりあえず、切り札のようなものというふうに言ったということで。で、これもね、ずっとフィルさんずっと言ってるんですね。核兵器は存在しないと言ってたはずですよねっていう質問があって、フィルさんはずっと核というものは本当はないって以前から言ってたんですよね。でこれちょっと長くなるかな。核兵器について質問されたら、私は核兵器が何であるかという立場で答える。核兵器とは非常に強力な爆弾なのだと思う。ただそれだけで核ではないっていうんですよね、フィルさんは。核兵器が存在するとは思えない。核兵器を利用し、それを爆弾に入れて爆発させることは不可能だと思う。そんなことはありえないと思う。そんなことは誰にもできないと思う。私たちは決してそんなことはしていない。核兵器による破壊の例を見たことがあっても、それが現実のものとは思えない。チェルノブイリが実際に汚染されているとは思っていない。そんなことはないと思う。広島と長崎に投下された原爆が核爆弾だったとは思わない。単にそれは非常に強烈な爆弾だったと思う。そして明らかに
膨大な破壊を生み出すことができた。あのような爆弾から放射線が出るとは思えない。そしてその主張を裏付ける証拠として、他の国々が非常に長い間核兵器を手に入れようとしてきたということがある。イランはここ10年か20年の間、核兵器を手に入れようとしている。だから核兵器について質問されたとき、私は核兵器とは何なのか、相手が私に尋ねようとしていることを答えるために私なりの核兵器について答えた。でも核でも放射能でもない。人類が作ることができる最強の爆弾なんだ。それが私の意見だ。ということで、フィルさんはずっと核というものはないと言っています。で、ちょっと飛ばしまして、通貨交換はいつになるのでしょうか。さまざまな通貨交換が行われます。手持ちの現金が金融機関以外の場所にあれば、基本的にそれを交換する機会があります。何年か前、ポンコツ車を現金で買い取るというのがあったよね。最初のバマオ政権の時だったと思うけど、古いオールズモビルとか、古いシボレー、スカイラークとか、それを下取りに出して現金に変えたんだ。それと似たようなことになるだろう。ここに来て俯瞰紙幣のドルを新しい通貨と交換するんだ。そして物理的な通貨が生まれる。FRB がやろうとしているデジタル通貨にはならない。FRB はもう終わりだ。FRB は今いろいろなことが起こっていて、まだコメントすることはできないが、税金やその他のことについてはまだ話したくない。新しい通貨と交換するために現金を持ち込む両替所があります。どこにあるか発表されるでしょう。正直なところまだその時点ではないので、私はまだその詳細を知りませんということで、これもちょっと結構気になりますよね。発言ですね。では、あと銀が上がっていることとかいろいろありまして、飛ばしますね。じゃあこれね。あなたは来年のトラさんとケネディの大統領のペアを想像できますかっていう質問に対して、私は何度もその質問されてきた。Q&A でもラピッドファイヤーでも、私の知る限り私の情報源やさまざまな場所から集めた情報源は全てフリー将軍だと言っている。もう全て言ってるってことです。彼が副大統領候補になる。副大統領候補と言うべきでもない。そしてその副大統領の役割はもう長い間ピエロの将のようなものだった。何もないようなものだ。副大統領になるとあまり何もしないピエロの将のようなものだった。それは大きく変わるだろう。権限だけでなく副大統領に伴う責任も大きく変わり、永遠に変わるでしょう。だからマイク・フリーにその役割を担ってもらうことは本当にいいことだと思う。彼にとってはいいポジションだ。フリー将軍の息子はろくでだし、これフリー将軍の息子がフィルさんの悪口めっちゃ言ってるんですよ。あ、そうなんですか。そう、でもこの間からずっと父親のことは尊敬してるけど息子のことは尊敬しないとかすごい言ってるんですよ、フィルさん。めっちゃフィルさんの悪口言ってるらしくて。だから父親がいい人だからといって息子もいい人とは限らないとかめっちゃそんなそうなんや。面白いでしょ、うん、でちょっと飛ばしまして、フリー将軍の出番だ。フリー将軍については心配なのは健康状態だということです。なんかやっぱりね、前からね、半年ぐらい前にもトラさんが演説の舞台上からマイク健康でいてくれよとか叫んだりしてたんですよ。なんかフリーさんちょっと健康状態に今なんか前電話でもそうなんか舞台の上からそれもありましたよね。何回かあったんですよ。そろそろ電話受けてそう、でだからまあベッドあるからな。でその後ベッドの話が出てきたんですけど、そうなんですよ。健康状態が今良くないらしいです。だから健康状態が心配だということですね。で、ジュニアにホワイトハウスでの未来があるとは思わない。ただ私はそれに関する情報を全く持っていない。それに実際にそうなるとも思えない。私は彼のような人物には世界大使のような役割の方がずっとふさわしいと思う。日常的に国の運営を心配する必要はない。しかしジュニアの役割はあるということで、他の役割があるから副大統領にはならないということです。
はい、次。これ飛ばしますね。でネサラは2023年12月25日までに正式に発表されるのでしょうか。これね、前にフィルさんはネサラは今年中に発表されるって断言したので、それもあって、この話をしています。で、私たちは今、RV の発表を待っている。ネサラへの、支持を保留している国もいくつかある。ネサラは、債務免除や金属に裏打ちされた新しい通貨、そういったものだけではないことを覚えておいてほしい。ネサラは世界的な軍事衝突を終わらせることでもある。ですからこれらの国々は通貨の再評価に協力しなければならないだけでなく、私たちの、領域全域で行っている攻撃的な軍事活動の撤退にも協力しなければなりません。で、そうですね。そういうことなんで、ネサラ法はね、そういう、軍事活動の停止もありますのでね。ですからこの件に関しては動く部分がたくさんありました。でも2週間前に言われたように、私は本番に臨み、特別に喜んでいた。そしてそれは確定している。だから私たちがね、2週間前に11月の5日にもうネサラは実装されたということで、ただ発表はされないという、されてないけれども、舞台裏ではきちんと起こっているということで、だから私たちが求めているのは発表だ。しかし私が思うに、ただ論理的に考えてこれに関する情報はないが、ただ論理的に考えて私は思う。トラさんはその発表の前に大統領職に向けて大きく前進しなければならない。今の状況を見る限り私にはわからない。誰が発表するんだ？自分に問いかけてみてください。クリスマス前だとしたら誰が発表するんだ？バイジーか？カマラ？他に誰がいる？他に誰が発表する？シューマーですか？それを発表するのはトラさんなのか。おそらく2020年の選挙について何らかの重大な決定が発表された後に華々しく行われることになると思います。その後トラさんが華々しいイベントを開き、いつものように不正選挙について語り、次の通貨についても語るのだと思います。連邦準備制度の廃止、国税庁の廃止、所得税の廃止、そして貴金属を裏付けとする次の通貨について話します。トラさんと一緒にいる他の専門家を見ると、その専門家はある側面で特定の地柄について話すコントロールや権威を持っている。そしてトラさんが債務免除について話しているのを見る。しかし2020年の選挙について、またトラさんが大統領に復権することについてで、世間に正当な事実が明らかになるまではトラさんがそのことを話すとは思えません。ネサラがその前に来るとは思えない。どのように機能するのでしょうか。論理的に言えば誰が発表するんだ？私？タッカー？誰にそんな権限が？誰かでしょう。権力者だ。プー様？シュー様？トラさんだ。トラさんに違いない。そうだろう。だから、まだトラさんが発表するとは思えない。25日って聞かれたらクリスマスでしょ。あと数週間だ。この数週間の間に起こらなければならない大きなことがある。それがないと言わないが、まずはそれが起こるはずだ。言って、ね、ここはね、ちょっとね、この文章だけだとね、ニュアンスが伝えら、これはちょっと字幕しようって、もうこれ見た時にすごい思ったんですよ。ちょっと私なりにいろいろ、フィルさんのこの表情とかの含みとかで、ちょっと伝わってきたものがあって、これは多分フィルさんは、もうその25日までに、なんかあるって多分言いたかったけど言わなかったっていう含みがある顔をしてたんですよ。だから私はもう本当にそれまでにもうEBS とかももう終わってるんじゃないかなっていうふうに私は受け取ったんですけど、ちょっと断言はできないんであれなんですけれども。もうこの文面だけでもう十分、伝わりました。十分伝わってきました。そう、私はそういうふうに受け取りました。もう表情がね、ここでウインクしたんですよね。はい。で次、我々はまだ恐怖のイベントにいるのか、EBS はまだ使われるのかっていう質問で、
EBS はまだ使われると強く信じている。そうでないと信じる理由はない。実際私がイタリアにいた時、彼らは EBS を使用していた。EBS はそれ自体が一種の恐怖イベントになると思います。そうではないかもしれない。私たちにとっては喜びのようなものだ。全然怖くないよ。でも他の人にとっては怖いかもしれない。それは DS の人たちね、カバちゃんたちにとっては怖いです。カバちゃんの下っ端の人たちにとっては怖いですよね、これね、来たらね。でも普通の人には喜びでしかないです。でもあなたが言ってるのはそういうことではないと思う。どうだろう。いろいろなことができるだろうけど、スケアイベントの路線で行くかもしれない。ジュニア路線もあり得る。ジュニア路線もあり得る。で、グリーンの空はスターリンクと関係があるのですかっていう質問で、あれは衛星だよ。多くの人は人工衛星は地球を回るものだと思っていると思う。天外の下にあるんだ。宇宙には出ていない。宇宙は偽物だから。ということで。で、飛ばしまして。飛ばしますね。旧時計のカウントダウンには何か意味があるのでしょうか。あ、確かにある。まあ一言で言えばこんな感じでした。はい。で、州の政治家は逮捕されるのでしょうか。そうです。ということで。で、一応マリさんからのまとめは主要なところだけをすごく上手に素早くまとめておられたので、こんな感じでした。じゃあそれ以外で私がなんかね、この間から私が結構取り上げてるパトリオットプリンセスさんについての質問があったんですよね。でパトリオットプリンセスさんはあなたの下で働いてる人ですかみたいな質問があって、私は彼女の名前も知らないし全然知らないと、ただまあすごいデコーダーとして素晴らしいと思うみたいな、そういう暗号解析は素晴らしいで褒めてました。でも私は彼女のこと知らないで、なんか彼女のことセクシーだと思いますかとか、なんかそんな変な質問とかもあって、で私は妻も子供もいるので別に興味がないみたいなまあまあそうっていうようなこと言ってました。あとね、他何かあったかな。でなんかね、またフィルさんからの10万ドルのクリスマスプレゼントを100名の方にっていうのをいつまでって言ったかな、2週間10日以内ぐらいとかって言ってたから、ちょっと日にち忘れちゃったな。近々それのライブもしますということで、次のライブではないと思うんですけど、次のライブは今週末か月曜日、遅くとも月曜日にはできると思うって言ってたんで、私はそれが EBS の可能性がまだあると私は信じています。はい。あと他に何かあったかな。もっといろいろあってなんか言いたいことあったと思うんですけど、ちょっと今パッと見てもすぐ出てこないんで、また思い出したら後で言いますね。じゃあひとまず今はここまでにして、はい。じゃあ次に進みますね。もう12時10分ですね。じゃあ次。グアニーさんのグアニーさんどうします？ちょっと一旦12時19分になってるので、飛ばし19分ですよね。19分。19分で。じゃあマーク・ゼットさん行きましょう。はい。マーク・ゼットさん。はい。マーク・ゼットさん少ない。1個だけ。1個だけなんですね。これは1日、はい、木曜朝のチャット。マーク Z、私が再建側から聞いている話では、興味深いことにマイク・バラと同じことを聞いている。別々の連絡先から多数の再建担当者が今日の午後3時までに銀行情報をすべて最新のものにするように言われているとのことだ。それが支払いを受ける時間なのか、それが何を意味するのかはわからないが、期限が設けられているというのは興味深い。興味深いです。以上。興味深いです、確かに。興味深い。はい。これだけだったんですね。少ないね。で次、動画でのマイク・バラさんとの。
マイク・バラさんもテレグラムチャンネルチャンネル持ってね、もうでこの方はこの方でうんライブをやられてるうんんですね。うんうんで、マーク Z さんとマイク・バラさんの、マーク Z さんのライブにマイク・バラさんがゲストで出演されたそうですね。時のビデオですね。いい感じ、マイク・バラ、いい感じだ。ちょっとした話のネタがあります。この特別な番組でこういった先に進んだ話をすべきではないかもしれないが、皆さんに共有したいことがある。債権サイドの何人かは彼らがお互いに話を聞くことができるんだ。そして今日1時間か2時間以内に彼らは GO だと言った。今夜か明日、木曜か金曜に実現する。これはなかったね。これもなかったですけどね。今夜か明日、木曜か金曜に実現する。4B まではまだ到達していない。そしてこの男は通貨保有者の友人にそう話していた。私たちは出発する。あなたは今から2日以内、48時間以内に出発する。私はその時、ちょうどあなたのポッドキャストを聞いていて、ベッドに倒れ込んで猫を撫でながら。かわいいと思う。ね、私と一緒だ。ね、マーク Z を見ていたのだが、まさにその情報と一致していた。そして僕が覚えているのは、つまり全ての情報と一致していたということだ。ちょっとしたことだが、それらの人たちは債権を保有していて、ティア1での支払いを待っているんだ。ティア1の債権保有者の人たちなんですね。で、マーク Z、私の周りでは驚くようなニュースで溢れ返っている。私はプライベートを保ち、自分を落ち着かせ、ジェットコースターに乗らないように冷静でいようと努めているのだが、今は厳しいよ。マイク・バラ、あなたは以前にも銀行の話をしていた。銀行の話があったと言っていたね。以前にも噂はあったし、バックスクリーンを見た人もいたけど、これほど多くの人が一度にバックスクリーンを見たことはなかった。マーク Z。ホールド。取り置く、予約するの意味です。ホールドの代わりに、ペンディング、保留中という意味です。と言わなければならなかった。私たちは投資家が変動する前に口を閉ざしてきたので、ホールド取引はするなと言った。このシステムは、レート変更保留中、またはリリース保留中という意味であることを私の部下が初めて見たときだった。つまりそれが最初だった。マイク・バラ。それから僕の番組では何度も、言ってきたことだが、一般的なことだけれど、償還センターで得られるレートの方が、イラクで戻ってくるかもしれないレートよりハッピーになれる。銀行が提示してくれるレートがあなたをハッピーにしないわけではないけれどね。です。ということですね。T5 よりも T4B の方がハッピーにするレートになるよっていうことですね。はい。次。じゃあ、はい、じゃあ次、いろいろまたちょっと、その金融関連に関わるようなお話、いろいろと取り上げていきます。まず一番最初、ウルビーのビデオチャットサマリーですね。時間ないね。おかしいな、今日情報少ないと思ってたんだけどな。全然ない。なんか時間あると思ってたの。おかしいな、何が。もう不要なところは端折ってきました。端折ってきましたね。もうじゃないと無理だわ。はい、じゃあ次。ウルビーのビデオチャットサマリー、11月30日。彼は実際に通知が出されたという公式の電話を待っている。12グループに対して支払いが完了している。ブラジルは RV を真夜中、おそらく彼らにとっての真夜中以降にスタートすると電話をかけており、他の人もそれを認めている。マーク・レットの連絡先も含めて、おそらく金曜日あたり連絡が届くかもしれないと聞いているので、それを期待している。ウルビーが The Chosen Ones に投稿したリノからの連絡は最近グループ向けのものだった。これは私たちの RV の始まりだ。週末には通知が届くだろう。ドラゴン祭は彼が通知を受け取るまで引き続き購入可能だ。通貨詐欺師には注意しよう。終わりに近づいている今はもっと増えるかもしれない。事務債権は4B であることを覚えておいて。メンバーのフィリップは RV 後、
30日間は休暇を取って元気を取り戻し、家族と休暇を楽しむように私たちに呼びかけている。オーストラリア人は、RV のために銀行に行くことになるが、そこには償還センターはない。銀行口座の開設や身元調査のために全ての身分証明書を忘れずに持参しよう。何を持っていけばよいかわからない場合は、銀行に電話して口座開設に必要なものを尋ねよう。もし電話がかかってきたらオペラしか聞こえない。彼は飛行中に通知が届く可能性がわずかにあるのではないかと心配している。機内に Wi-Fi がない場合、コロンビアに着陸するまで通知を受け取ることができないということでね、で飛行機乗ってたんですよね、コロンビアに向かう。で、彼は明日私たちに話してくれるだろう。以上。はい。まあ行き先はコロンビアなのか、だったんですね、アメリカなのか、でも今のこの話です。はい。じゃあ、まあリノが開始されたのは、事実で、で支払われたのは債権保有者に支払われているのが事実みたいですね。そうですね。ちょっとこれでロックさん上だけいきます。もう時間がないからどれとどれなんか絞らないと、あと何個かしかいけない。じゃあこれ似たような記事が他にもあるんですけど、じゃあこちら、イラク金融発表、金融経済改革の一環としてイラク内閣はイラク国内のすべての国家契約をイラクディナールで行うよう勧告することを承認した。現在進行中の対外助成金融資協定については例外とし、対外助成金、融資、協定に関わる新規契約について財務省の2023年4月27日付通達に明記されている通り、合意された外貨建て条件に従うことができる。さらに、受益者はイラク中央銀行 CBI の管理下にあることを条件として、プロジェクト資材の輸入のための、文書債権を開設し、給与、賃金、社費のために外貨を送金することができるということで、もうなんかもう条件がもう全てがそのビジネスに関わることは全部イラクディナールじゃなきゃいけないっていう風にもなるっていう記事が他にもいろいろありました。これか、それがトニー、もうこれ飛ばしましょうか。じゃあトニーさん、これ大事です。今の話とリンクする感じなんですけど、これいきましょうか。はい。お給料が新レートで払われる。そうですね。いや、これすごいです。そうですね。今日からイラクでは今日から契約とすべてのビジネスが新しいレートでレートのディナールでもね。新しいレートのっていうのは大事ですね。そう、新しいレートのディナールで支払われることになった。ここ大事。ここ大事ですね。新しいレートです。いや、すごいですよね。すごいですよね。本当に直前ですね。もうこれは直前まで来てます。すごい。すごい。ちょっといきまして。これはダラスさん飛ばして。全部飛ばしまして。国連も飛ばして。で、この次のマイクバラがこれは何だったっけ？次のマイクバラ？ブラジルの下。これ押してみましょう。これは短文のやつだな。これはいいか。これはマック Z さんのとこにあったやつですね。銀行口座を確認するように電話を受けた。債権保有者の支払いのための銀行口座を確認するように電話を受けた。債権保有者かね。リーノでは債権保有者支払い始まっているそうなんだ。じゃあ次これいきますね。私たちはディナールの強さに向かっている。でこちらが30分だ。ミニキュースターシップさんが転送されていたトゥルステラフォトトピックスさんの文ですね。フリーダムファイター。イラク首相顧問イラクディナールについて語る。彼はこう語った。間もなく闇市場が崩壊するため、政府と CBI が講じた措置によりディナールの価値が上昇するだろう。ディナールは現在国内で変動しているが CBI の決定によって必然的に強くなるだろう。私たちはディナールの強さに向かって進んでおり、闇市場で、為替レートは短期間のうちに崩壊するだろう。
で闇市場とは何なのか、それが RV とどう関係するのかご存知だろうか。これちょっと気になりますよね。はい、まあとにかく進んでますと。進んでますと。はい。で次は西山はこれは大したことない。でですね、でウルビーに入りまして、疲れ新しいレートは月曜日まで、もうこれいきましょうか。一番新しいウルビーですよね。ウルビーの2急がないとですね。うん TNT コール。イラク国民は自分たちには主権国家と通貨があると聞かされている。新しいレートは月曜日までに発表されることになっている。なっているそうです。なっているもう決定事項だそうですよ。日。フィルさんのライブも月曜日ですよ。本当ね、だから気になりますよ。私はすごく気になってるんです。ねうんで東部時間今日午後4時以降であればいつでも発表される可能性がある。東部時間午後4時以降から月曜日まで、来週月曜日までに発表される可能性がいつでもある。フィルさんの言ってること、フィルさんのライブの予定と一致してるんです。で銀行には今日そのことが伝えられた。うんすごいですよ。うんで SKR を持っていて口座に資金が放流されている人は週末には資金にアクセスできるようになると言われました。素晴らしい。素晴らしい。めっちゃ進んでるじゃないですか。進んでますようん次。次。ちょっとリノが始まった。これはもう同じことばっかりずっと言ってたので、飛ばしまして。リノが始まったまあでもの事実一つだけです。行きましょうか。ね。で上リノが始まったの事実ですのに上だけ行きましょうか。この辺で終わりましょうかね。もしこれが始まっているのが本当なら友人たちは僕にプライベートメッセージを送ってこなくなるだろうと。でリノが始まったのは事実だ。SKR を持っている人たちが支払いを受けたと聞いている。明日は通貨と債券が同時にリリースされるショットガンリリースになるかもしれない。これが週末に来るかも。そう言われて、週末、この週末ですよ。もう週末ですよ、今日。ですよ。そうなったらとても感動的なことになるからティッシュとシャンパンボトルを用意しよう。はい。以上。以上以上です。じゃあ今日はここまでで。はい。じゃああとは、あとは大丈夫かな。大丈夫です。はい、以上。以上で、あとはじゃあチャットを読んで今日は終わりたいと思います。思いのほか今日は少ないと思ってたのに思いのほか時間かかってしまいました。はい。お待ちくださいね。33分ですね、今ね。過ぎてしまった。過ぎました。ゆうさん、お二人方とても素敵です。たくさんの貴重な情報を提供してくださり本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう本当嬉しいですね。嬉しいです。本当にそうやっていただけると、もうなんか本当に動画 YouTube の動画見返したらもうずーっと食べてる私の顔しか見えない。ずーっと食べてる。カズさん。なんちゅうゆるい。人道支援グループどうなってるかな。我々のグループに5かかったんだけどな。カズさんはなんだか前回もね、ティアのいくつかの方なのかなっていう、5かかったんですね。素晴らしい。とりあえず今のところはまだ通知は届いておりません。いっこさん、トラさんの11項目はお皿になぞってる感じですね。そうですね、もうなぞってる感じですね。本当そうです。はい。やはり潜りに潜ってたのですね。やりますね。潜りにも潜りにわかんないですちょっと。パチ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 と。リッキーワンコさん、旅行中楽しんでます。いいですね。ね、いいな。温泉行きたいですね。いいな。ありがとう。違うんです。明日飛行機が飛ばなくなったら家に帰れないんで。大都市の EBS を考えるとやはり政府が日時公表してほしいです。確かにね。突然じゃないんじゃないかなって気もするんですけどね。でもね、いかないですね。病人や
非介護者など弱者に被害が出そうですから、それも覚悟せざるを得ないのが EBS でしょうか。ちょっと考えちゃいますね。病院は大丈夫みたいな話が本当にそうですよ、おっしゃる通り。アメショウさん、ディズニーランドがまだ工事中だった時、その時勤めていた会社の営業マンと一緒に現場に行った時に、ここには誰も入れない秘密の部屋と地下通路があるんだよと聞いたこと。すごいすごい。ディズニーランド工事中だった時、ディズニーランド何年前でしたっけ、ディズニーランドでしたっけ。東京？もうそんなもう30年前とかもっとじゃないの？ねえ、30何年前とかじゃ。すごいマル秘情報ですね、これは。すごい。いや、阿部翔さんありがとうございます。すごい。誰も入れない秘密の部屋と地下通路。あ、まなちゃん、今日もありがとう。ありがとうございます。ギリギリ間に合いました。今夜も楽しみにお待ちしてました。みかん&スイカさん応援してます。ありがとうございます。ゆきこさん、みかさんまとめてくださり本当にありがとうな。スカイさん、スカイさんだけね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちこうさん、津波注意報出ましたね。海底噴火、硫黄島。硫黄島の件ね。硫黄島がものすごく噴火して。はい、そうですね。津波が発生する恐れがあるってテレグラムに出てましたね。やっぱり発生したのかな。実際発生したのかな。アメショウさん、太平洋側で津波注意報出ました。何かの暗号かな。ね、そういうのからね、なんかそういうのが出てくれると、もうもうすぐ EBS が来るから皆さん家にこもってくださいねっていうこうね、前触れの何かがあるんじゃないかなと思って、そういうのかなと思っちゃうんですけど、でももっと全国的なことじゃないとあれですもんね。一部地域だけだとちょっと違う感じがします。EBS なら全国に発布されないとおかしいですからね。ゆうさん、ゲサラゲサラの発表の後に特許技術6000以上の解除があると聞いて把握してます。メドベッドは宇宙特許技術の一つ、本当に楽しみです。はい、本当にそうです。楽しみです。ね、一緒にレプリケーターもいっぺんにね、開示されるっていうことなんで。6000もありますか。6000以上もあります。チコさん、フィリピンで地震かな。X バンされてるから情報取れない。まだバンされてるんですね。まだバン中ですね。おつらい。ゆきこさん、水爆？なんでしょうね。ありえますね。マーミさん、津波警報来ましたね。地震？そうなんていろいろあるんですね。来るんですね。なんか忙しくなってきましたね。ね、忙しくなってきましたね。よあいさん、フィリピン付近マグニチュード 7.7。おお、7.7でかいですね。でかいですね。マグニチュード7.7、震度だと6ぐらい。6ぐらいとかかもしれない。それだったら。チコさん、フィリピンのマンダナオでマグニチュード 7.7 が発生。それによる津波みたいですね。フィリピン地震が多いですね。シャーズナブルさん、及川幸宏さんが全チャンネルバンされました。なんかそうみたいですね。そうなんですね。YouTube の規制がどんどん厳しくなってます。早く言論の自由来てほしいです。なんかあるのかな、そんなの。なんか時代と逆行してますね。もうチャンネルごとバンなんてもうショックすぎますね。ショックすぎる。もうこの YouTube チャンネルバンされたら本当悲しすぎます。今まで出してきたものが全部とかなんて。ゆきこさん、天外はまだあるのですね。ありますね。でもどっちにしてもあるのはありますよね。それだから一箇所ひびが入ってそこからこう宇宙エネルギーが差し込み出してるっていうような情報だったんですけれども、もうそれもなんか自動修復するらしいから、自動修復されたらもうまた戻っちゃう。穴開けてもシューって戻っちゃうかもしれない。戻っちゃってるような映像ありますね。龍崎達也さん。ウルビーさんの泣きながらのオペラ聞きたい。泣きながらのオペラ聞きたい。聞きたい。もう夢見てます。オペラ歌ってほしい。夢に見そうです。本当にオペラ歌ってほしい。ゆうさん、毎日本当に楽しみですね。ね。毎日ワクワクしながらね、過ごすのがいいですね。ワクワクドキドキ。はい。ゆきこさん楽しみ。のぶさん、
Q クロックがコロコロ変わりますね。ね。ちょうど奥さんが飛行機に乗って海外に出るのでちょっと心配してました。いずれにしても早く動いてほしいです。今日もありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです、ね。それは心配ですね。ね、そうですよね。フライトの最中にとかなったらね、うんなんかあるのかなとハラハ思って、ラしますしますよね。自由人こうちゃんさん、今夜もありがとうございます。ありがとうございました。ゆきこさん、本日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうごサーズナざいます。ブルさん、今日もありがとうございます。ネスラゲスラ今週来てほしいです。来てほしいです。そこまで行くかな、どうかな。まあとにかくまずは RV RV オア EBS で。早く NDA、うんはよ。はよ。はよってことで。ステーキスイーツありがとうございます。今後ともお願いします。お願いします。八福さん、こんばんは。あ、こんばんは。いつもありがとうございます。私も個人的な感想ですが、2週間待つことなく、月曜日にでも EBS 始まる気がしてます。ねえ、私もそう気がしてるんですよ。心なぎにして待ちます。いつも感謝です。いや本当に、だから逆にすごい例えばその9クロックカウントダウンクロックの日にちがなんか6日とか7日とか言われたらゲって思ったけど、そこまでで、ね、15日とかそこまで先のこと言われたら、あ、逆にもう暗闇の10日間過ぎた先じゃんみたいな風に私も思いました。はい。レオレオさん、今回は最後まで聞きました。長い時間ありがとうございます。おやすみなさいね、こんな遅い時間までね、お付き合いいただお付きき。合いいただき本当感謝です。こちらこそ。ねね、マイティさん、お二人のもぐもぐタイム楽しみにでも拝見もうずしてます。ーっともうね食べて、もう前回の YouTube 見てたら、もう私がなんかポテチ食べてる時の音がパリパリパリみたいな、本当にもうお嫁に行けないみたいな。私もこの間カキピー食べてカキピーすごい出ますよね、音ね。音出さないようになるぐらい、めっちゃ拾いますね、この。噛んでんですけどね。それでもパリパリパリ。そう、後で聞いてみると結構出てる。早く EBS 来てほしい。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ゆうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、本当。はい。はい、そういたしましたら、今日はこんなところで、もうなんか内容的にはいつもよりもすごい少ない感じがしたんですけど、でもなんか時間だけまた半過ぎてしまいましたね、時間だけ40分過ぎてね、経ってますね。はい、そうしましたら本日は以上にはいてお開きとさせていただきたいと思います。はい、皆さんはいそこまで長時間お付き合いいただきお付き合いありがとうございましたありがとうございました。はい、そうしましたらおやすみなさいませ。はい、じゃあおやすみなさいませ。はい、皆さんさよなら。失礼します。はい、失礼します。はい、おやすみなさい。はい。では、こちらがスペースの方はコメントいくつか書いていただいてますけど、